チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。いつも配信来ていただきありがとうございます。ということで今日は、高市円安沖縄と米国橋本愛さんの事件と混沌の週末となっておりますので、またカラスマフリートークでいろいろ話したいと思います。時事雑談では取り上げられなかった話をまたしていきたいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありませんのでよろしくお願いします。配信のチャットとコメント欄ではですね、差別を禁止しておりますので、概要欄のルールをよく読んで、参加していただければと思います。はい、ということでですね、しょうがさん、タイムさん、ペタさん、無欲さん、音花風花さん、からすみさん、コンカラスです。来てくださってありがとうございます。セックスワークについての対談を聞きました。おー、素晴らしい。ありがとうございます。そうですね、プライド月間はまあ一応終わってしまって、プライドはですね、続いていきますし、まあ、次はですね、ディサビリティプライドなので、まあ、ちらっとというか、いろいろ何かしらしていこうとは思ってますので、よろしくお願いします。川原澄先生ですね。すいません。失礼しました。はい。ありがとうございます。ということでですね、まあ、早速本題に入っていこうと思うんですけど、まあ皆さんもね、本当今、気候もひどいし、忙しいと思うし、体調とくれぐれもお気をつけになってください。
ということで、まずはお知らせからします。枝豆家庭連合さん、こんからすです。来ていただいてありがとうございます。はい、そうですね。マジョリティは毎日がマジョリティですからね。一ノ瀬さん、こんからすです。明日早起きのため、今日は寝落ちつつ聞きます。ということで、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。615さんもこんからすです。ということで、一ノ瀬さんじゃあ先に来てくださったので、ちょっと先にすずりの話しますか。前回の配信でも言いましたが、カフェスカーレッタ・クローワルツが音花風花さんにより運営されております。はい、一ノ瀬さんのですね、反戦反差別プラカードなどもすでに販売しているんですけども、第2弾といたしまして、響さんのですね、イラストによる、ピンバッジ等が、アクリルキーホルダー等がですね、売られております。こちらですね、見ての通りチャリティーに、マリホーノさんにですね、チャリティーを回すような、取り分になっておりますので、ぜひとも、ご購入の検討の方よろしくお願いいたします。そしてマヤさんのイラストによる、こちらのグッズも売っております。ステッカー、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジ等が売っておりますんで、こちらはですね、国境なき医師団様にチャリティーしようと思っておりますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。おそらくね、環境によってはね、YouTube の下の画面の方にすずり出てると思うんですけど、出てない人はですね、概要欄からクリックして飛んでいただければと思います。はい、エブリデイプライドですね。どれ買うか未だ迷っておりますということで、ゆっくり、販売中止したりしないのでですね、注文制になっておりますので、注文した順番から制作するというシステムになってるらしいんで、ゆっくり選んでいただければと思います。はい。ということで、一ノ瀬さんもご協力本当にありがとうございました。反戦反発差別プラカードなんか好評いただいてるみたいなので、皆様ぜひご検討してください。よろしくお願いします。はい。ということで、すずりの話以上ですけども、署名ですね。不当逮捕によって人生を壊される被害者をもう増やさないということで、波千恵さんが自らちょっと署名を立ち上げられましたので、この方何回もね、取り上げてるんですけど、ミックスルーツのアーティスト、ですね、パレスチナ連帯等の曲も作ってらっしゃる方でございます。ガーナ出身の父親、そして日本生まれの母親のもと神奈川県生まれ、だったんですけれども、警察のですね、人種差別的な捜査の被害に遭ってしまい、人生を壊されてしまったというですね、大変なことになってしまった方です。2021年に不当逮捕されました。これに関しては波千恵さん完全に無罪であったにもかかわらず、警察がですね、証拠もないのに、証拠が出てないのに逮捕するという、動画がそのまま残っております。ということでですね、その波千恵さんが、ですね、不当逮捕の、被害をですね、改めて国に訴えるための、署名を集めてるっていうことで、今、290人集まってるんですけれども、少しずつ集めていきたいということですので、よかったら皆さんご協力のほどよろしくぜひお願いいたします。ですね、警察はですね、人種差別で、外国の人を捕まえるのやめてください。っていうか、波千恵さん外国人じゃねえし、はい、やめろ。っていうことですね。はい。ダニー G さんのコラボともやっておりますので、ぜひ、YouTube で波千恵と検索すると、作品が出てくるとも思いますので、よかったらそっちも聞いてみてください。どうも、キヨさん、コンカラスです。お疲れ様です。来ていただいてありがとうございます。いや、どう考えてもね、人種差別で使われてるからね、もう動画見りゃわかるんですけれども、だから、ヤマトの人だったら多分捕まえてないだろっていう感じで、だから完全に最初からもう疑われてるんですよね、犯人として。決め打ち捜査をされたっていうことなので、決め打ち捜査はね、確かに外国ルーツっぽい人でなくてもあることかもしれないですけれども、ひどすぎるからね。これに関しては、国の不法捜査が認められて、すでに賠償金は支払われてるんですけれども、それとは別にですね、国にレーシャルプロファイリングをやめろということで訴えを起こされたということでございますね。はい。署名リンクが概要欄にない？そんなバカな。ちょっと待ってください。概要欄にあるはずだったんだけど、ちょっと待って。ですね。少々お待ちください。しまったって。私の、ボンミスでですね、今、署名リンクが概要欄にないという最低の、あれをしでかしてしまいました。大変申し訳ございません。ちょっと待ってください。これはね、さすがにあれなので、ちゃんとリンクをですね、今貼っておきます。いや、すみません。
いやー、指摘いただいてありがとうございます。あれ、押したはずなんだけどないや、なんかね、YouTube こういうの最近多いんですよね。なんか更新したつもりなのに更新されてないとかですね、結構あるんで、はい、ありがとうございます。ご指摘ありがとうございました。皆さんもですね、私がなんかやらかしてる、カラスマなんかやらかしてるなと思ったら、ぜひ、ご指摘してください。今追加しました。すみませんでした。はい。ということでですね、大変失礼しましたが、署名リンク貼っておきましたんで、ぜひともよろしく、ぜひクリックのほどよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、次、もう一つ、こっちはね、前回から貼ってあるはずなんですけど、2番目に貼ってあるのが、学習指導要領の、思春期になると異性への関心が高まるをアップデートしてくださいということで、これもう時間がないそうです。すぐ提出するという予定らしいので、まあちょっと今回が最後のチャンスかもしれないんで、皆さんぜひ署名してください。いつ署名するか書いてないんですけれども、まあ思春期になるとね、異性への関心が高まるというのは虚偽なので、国はこういうことを書かないでくださいという教育に対してですね、国の教育に対して、物申すという内容の署名になっております。はい。ということでやめましょう。ということで YouTube もっと気合い入れろというですね自動で私のポカをですね指摘してくれるんだったら大したもんですけど、でも AI 入れてんだからほんとそれぐらいやってほしいよな。はい。ナノクラフトさんここからです。来ていただいてありがとうございます。こちら署名しましたということでありがとうございます。はい。ですね。そして、アーティストのまゆさんからですね、すずり、カフェスカーレタクローワルツ様にて私を書いた、オタファの風花さん、カラスマ100さんのグルーツが発売されましたということでですね、自分で宣伝してくださってありがとうございます。ありがとうございます。よかったらですね、まゆさんの、ブルースカイもチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい。そして最後にですね、配信中にも話そうと思うんですけれど、私の尊敬しているジャーナリストの藤原良二さんという人が、新潮出されるそうです。ガザ・パレスチナ一人一人の日常ということで、以前にですね、ガザの空の下という、作品を書いてたんですけど、こっちが絶版になっちゃったのかな。2016年のものを大幅に過失修正、再構成して、2023年以降の話も付け加えた作品ということですので、よかったら皆さんご購入検討してください。7月下旬、17日かなに発売予定だ、23日か、発売予定だそうです。はい。よろしくお願いします。いや、本当にね、教科書がこんな内容載せていいのかって話ですよね。お前いつの時代だよっていう。はい。まあ、全くアップデートされていない、ですね。日本の政府と教科書なんですけれども、その辺の話もちょっとしていこうと思ってます。鉄板この世で一番嫌いな2文字の2つでいやーほんとね、電子化全部したとしても、まあその電子書籍はね、さすがにまあ悪のアマゾンがあれしてるのもどうかと思うんだけど、なんかその書籍はね、電子化するとね、さすがにその簡単にまあ捨てられたりとかそういうことはないと思うんだけど、ものによってはね、ゲームとかはだから平然とね、サービスがなくなるじゃないですか。だからそれでなんかね、いきなりアクセスできなくなるのどうかと思いますよね。はい。ということでですね、皆さん絶版を起こさないよう、大切なものは、さっさと買っておきましょう。ハラスメントが報道されるためにトラウマなんて大したことないみたいなコメントが見られて気がめいりそうですということで、いや、橋本さんの事件本当にひどいっすよね。はい。まあ、後半で言いますので、ちょっとそれは無理しないでお付き合いください。はい、ということでお待たせいたしました。本題に入ります。高市さんの円安の話をします。為替介入ラインを市場見極め、164円、165円の見方、下落速度注視という。まあもう日経がもう諦めムードで出してきていて、いよいよやばいなという感じなんですけど、外国為替市場で円安が止まりません。円相場がタイドルで1日、1ドル、162円80銭台と約39年半ぶりの安値水準を連続で更新しました。政府日銀による再びの円買い為替介入の水準や条件を見極めようとしているって言ってるけど、もう介入しても無駄じゃないですか、これは。無理だろ。まあ1ドル170円いくんじゃないかというちょっと見立てが出てますね。はい。
そしてですね、ブルームバーグがとどめを刺すように7月2日、円安倒産上半期で2022年以降最多にという東京商工リサーチの調査を出しました。今年上半期の円安を要因とする企業の倒産件数が2022年以降で最多となりました。まあやっぱりなって感じなんですけど、円安をもたらす日本経済の負担拡大が改めて浮き彫りになりました。東京商工リサーチが1日発表したリポートによると、上半期の円安倒産は45件と前年比同月比、32.3% 増し、32.3% 増しつうことで、まあグラフを見りゃこれ一目瞭然なんですけど、24年からまあだからね、物価高と言われているじゃないですか。で、まあそれにね、岸田もまあ石破も確かに抜本的な対策できなかったから彼らも悪いんだけど、まあ、高市さんになってからさらに異次元の加速をしてですね過去でぶっちぎり最多になってますね。いや、やばいな、これ、本当に。まあ、日本沈没かっていう、それがいつになるかという、ちょっと話にも出てきてますね。はい。ナミさん、コンカラスです。ホクホク円が紙くずになって燃えろと。いや、ほんとね、風刺画のあれですよね。どうだ、明るくなったろうって、円を燃やしてね、お札を燃やしてる、大正時代の風刺画、明治時代だっけあれ、有名な風刺画あるんだけど。いや、ほんと高市さんやってるのあれだからな。円を燃やしてね、あったかくしてるだけなんですよ。高市熱いって、株価最高みたいなこと言ってる人が結構いますけれども、いや、だから円安になってるから株が上がってるだけですよねって。経済原理的にそうなってますよねっていう。ブルームバーグが書いてることの方が真相ですよねっていう。もうなんか呆れて言葉もないんですけど、でも我々の資産がね、目減りしているということですので、お金持ちの人ほどね、怒った方がいいんじゃないかと私は思いますね。はい。ですね。いや、本当に深刻ですね。急騰したとって160円かよと。高橋陽一の、チャンネル登録者数は140万人なのだって。ほら、明るくなったろうっていう。ですね。はい。っていうですね。で、ただまあ私とかブルームバーグとかの一部のメディアが煽ってるという話ではなく、ですね、Japanese Ian Historic Slide Reflects Deeper Polity Issues ということでですね、これ CNA というですね、シンガポール公共放送の番組なんですけど、面白いので、まあ日本語にできるのでですね、流しませんが、よく興味ある人は後でリンク貼っとくんでチェックしてみてください。まあ、シンガポールのこちらの、ね、専門家の方が、出てらっしゃるんですけど、まあ、シンガポールですよ。ショートシンガポール。まあ、国家としては独裁国家に近いけど、の人と、専門家の人がですね、高市さんをボロッカスに言ってるんですよね。すごいですよ。まあ、シンガポールのこれ現地のスタートアップやってるとか投資とかやってる人らしいんですけど、CNA でも日本の凋落が報道されています。現地のコメントを見ると、高市氏は日本の衰退は猛烈なスピードで加速されており、失われた30年から失われた世紀へと突っ込んでいるということでですね。はい。もうぶっちぎりですね。はい。まあ、専門家の人のまあ解説によると、まあ、このままだと高市円安が全くですね、止まる気配がなく、下手すると円安に、これからの、記事にも出てますけど、1ドル200円とかの領域に突入するのではないかと。もうそうなったらね、日本円は終わりではないでしょうかというような話が、悲観的な話がまあされてます。ただまあ、対ドルの安圧力がまあ全然ないんですよね。で、他にもシンガポール、同じシンガポールにね、拠点を置いているヘッジファンドのブルーエッジというところが、まあだから、シンガポールの共通見解なんじゃないかと思うんですけど、同じ人ではないです。日銀の金融引き締めがさらに後手に回った場合、200円を超える展開も視野に入るという見方をしている。1日の取引では一時、162円80銭台まで、推移したが、為替介入がなく日銀も利上げを見送れば来年末までにドル円は私のコレステロール値のように180から205ぐらいになりかねないですよというはい。いやでもシンガポールの人にこれ言われるの深刻ですよ。本当に。ジャレになってないと思いますよ。はい。ということでですね。投資家の人たちは本当に日本からまあ逃げ出す前に責任取ってほしいですけど、まあいろいろですね、考えた方がいいんじゃないでしょうか。はい。
ということでですね、道の海賊さん、YouTube さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。強く豊かにはならなそうな日本列島で100年続くかな自虐やめろという。今のうちに金の延べ棒買っときますかというですね。はい。いやー、N100 さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。高市の円安がやばいっていう話をちょっとしておりました。まあ1ドル200円ぐらいにね、これなりかねないんじゃないかっていう話ですよね。はい。そして、またですね、シンガポールの人の、コメントなんですけど、ブルームバーグでも1986年以来の弱小通貨に円がなっていることを報じています。しかも円にはもうオプションがないとまで言い切られている。ちなみにトルコリラが暴落した時に旅行者が増えたように、外国人にとってはその国の通貨が暴落することはありがたい話であり、そこで生きている国民が全ての幸せを食う。それを良しとする高市政権は何を考えているのかというですね。はい。いやー、ただこの人たちの思想ってそもそもそうですよね。私これわざと取り出してきたんですけど、思い出したので、円安に関して高市さんの罪をかばう気は一切ないんですけども、こちらでキング安倍とキングトランプの過去発言をちょっとチェックしていただきたいんですけど、これ報道特集の2年前のこれ報道なんですけどね。雇用が増えたのは円安効果なのは間違いない。円が300円になったらトヨタの車が3分の1の値段で売れる。日本の製品の価格が3分の1になる。日本の旅行費も3分の1になる。そうすればあっという間に経済は回復していく。という考えはどうか。という考えはどうかじゃねえ。あなたのせいで日本が滅びそうなんですけど。どうしてくれるのこれ。いやでもこれ高市さん未だにこういう考えを信じてんじゃないかなとしか思えないんですけど、どうなんでしょうかね。すごいよね。生前からこういうことを言っていたという、安倍さんを批判してた人たちの方がやっぱり正しかったんだなと改めてわかる画像ですね。いや、当時私もアベノミクスのやばさが正直よくわかってなくてあれだったんですけど、はい。ということでですね。円安で輸出が好調とかも聞かない。その話ちょっと後でしますね。そうですね。どうだ明るくなったろうでした。外国人観光客が多すぎる。小野田さん何とかしてください。円の価値が民主党時代の2分の1です。悪夢の民主党政権とか言ってる人たちの意見を聞きたいんですが。伊沢さん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。昔は1ドル360円だったとか240円だったという話を見かけますけれども、当時と今では経済構造が全く違います。今の円安は輸入コストの上昇が家計や中小企業を直撃しています。同じ円安でもその影響は比較にならないということで、単純比較はできないということですよね。はい。なので本当今は本当悪性の円安が進んでしまっている状況だと思うんですけど、しかし、その円安に対してですね、立ち向かうインフルエンサーの方がいます。さて誰でしょう。はい、ちょっと閲覧注意ですが。私の名を語って AI 先広告を出さないでくださいということで、高橋陽一先生の、動画をちょっと見てみたんですけど、なんかいろいろすごいこと言ってますね。なんかマスゴミのオールドメディアの論調は私みたく円安上昇っていう話になるとさ、もうなんていうか、けしからんっていうことしか出てこないわけです。どういう風にけしからんのだと。だから私なんか円安状態で金利かなんか知らないのってすぐ言うわけみたいな、ことを言っておっしゃったんですけど。ただ、めったに高橋さんの動画見ないので、なんか久々に見たんですけど、意外とね、陰謀論したようなこと言ってないですね。もっともらしいことを言っているんですよ。輸入産業にはマイナスだけど、輸出産業にはプラスになると、輸出産業にはエクセレントカンパニー、いわゆる大企業が多いから、エクセレントカンパニーの方がプラスになった方が経済全体がプラスになるという、なんかいかにももっともらしい、こういうグラフまで作ってですね、日本は、トヨタとかでね、輸出大国なんだから、トヨタとかの企業に有利な政策でしょって、あなたたちだってみんなね、大企業とかお金持ちの方が有利な政策の方がいいと思って自民党に投票したんでしょと。だからなんでそれに文句言うんだよ、みたいなことをですね、言っているんですけど。
いや、でもすげえな。なんか私こんなチャンネル見たらムカッとして本当普通に低評価して帰ってく高橋さんっていう人が誰だか知らなかったとしても普通に低評価して帰っていくと思うんですけどでもなんか自分たちがなんだろうな、大企業とかの側だっていう風に思ってる人の自己認識がやっぱおかしいんじゃないかという気がしますけどね。はい。一番怖いよ、出た。円安による物価の高騰と賃金が上がらないので生活苦が加速しているんですが、経済の高い地、政策の高い地ってこの人はなんで専門家ずらしできるんでしょうか。江戸川ポサコカラスです。高橋陽一はバリバリの MT 派ではないと思ってたけど、水は低気に流れていっているようですね。そうですね。まあ MMT、ここまで円安言ってなかったような気もするんですけどね。まあ、もういつからこうなってしまったのか。はい。大企業に儲かっても労働者には還元されません。はい。ということで、まあ、高市さんにも親しいとも言われている、高橋陽一さん、現在もね、やり取りしてんのかはちょっとわかりませんけど、そしてですね、基本的に円安になれば輸出の多い企業は有利です。それは確かですよ。それは確かなんだけど、コストが上がりすぎている。今、コストプッシュインフレなんですよ。さっき、コースラングさんが言ってたけど、コーストプッシュインフレなんだから、その有利さが相殺されて逆に苦しむ場合もあります。円安にはほどほどというラインもあります。日本の名だたる輸出企業は去年の高市政権発足後から衰退してるんですけど、どういうことなんでしょうかということで、まあ、これグラフにすれば、まあ、一目瞭然でね、2026年に入ってから株が下がってんだよね。はい。なんでって、株価上がってるって、まあ確かに全体としては上がってるんだけど、キヤノンとか任天堂とかトヨタはちょっと上がってるか。キヤノンとかね、任天堂とかね、トヨタ自動車、初年来のやつはですね、上がってないんですよ。で、5年間の株価の動きで見ると、2025年のね、時点で結構上がってるんですけれども、まあ、その後、下落に転じてるっていうような感じですよね。はい。なのでねいや、上がってねえじゃんっていう話なんですけど、まあ、ただね、ガネベさんはその専門家ではないので、いろんなまあ要因はあります。ホンダに関しては、EV 充電157億ドルで初の年間損失が発表っていうのが今年3月にロイターが報じてるんですけど、まあ EV 事業、端的に言うとね、EV 事業でこういう車が全然売れなくて大失敗したので、まあ、ですね、数億ドルのね、5700億円の損失を出してしまいまして、まあ、株価が大下落というような、感じでございまして、まあ、世界の EV のね、中国とかのパワーについていけてないという、まあ、日本の車産業の根本的な問題だと思うんですけど、当然そういったところもあって、まあ、トヨタとかね、ホンダに関しては下がってるというところはあります。はい。だからね、すべて高市さんが悪いとは言わないけどまあ言わないけども、まあ決して高橋陽一さんの言うほど単純ではないですよね。トヨタや、ホンダがすごく有利になってるかというと、そんなことはないということですね。はい。ということでね。自分が資本家でなく労働者であるという認識を持ってほしいですね、本当に。どのメディアもスタグフレーションとは言わない。野党でも200円までは政府って言ってる政党がある。アベノミクスが失敗した時点で、それ以前に民営化の時点で金持ちが儲かっても労働者の生活が良くないとわからないんでしょうか。いや、本当ね、労働運動をしない限り労働者の生活は良くならないですよ。当たり前のことなんですけどね。この人はじめ X の比較的良識穏健自民党支持層が高市政権になってガネベさんか、厳しいことを言い始めていて相当やばいのがわかる。そうですね。この方自民党支持者ですからね。はい。まあ、たまに私もね、参考にフォローしているので、たまに取り上げてますけど、自民党支持者です。はい。本人が言ってるので、だから保守派なんですよね。で、石破さんを支持してたんだけど、まあ、あんな感じでやられて、しかも高市さんが偉そうにしたらこんな風になったから、もう、すっかりアンチ自民党みたいになってしまって、まあ、私取り上げたように陰謀論系のインフルエンサーもいるので注意が必要なんですけど、そういう人ってね、この人はそういう中では、まあ、比較的、まあ、差別とかはしない人ですね。っていうことですかね。株価が上がったとて、投資家や資本家に利益を分取られています。ですね、そう、令和さんはね、だから結局藤井さんとかで高橋陽一さんと繋がってたからね、それは言われるよねっていう話ですよね。
時計泥棒ですからね。株価上がるって言っても日本人投資家は4割くらいで、あとは外国人投資家の、懐を潤してるんでしょう。どちらが売国政権なんでしょうかっていうね。まあ、シンガポールの人がね、めたくそ言ってんのもそこなんですよね、根本は。だから日本の人たちが不利になってると。日本の労働者とか日本の投資家たちが不利になってるのに、この政権は何をしてらっしゃるんですかねって。私のコレステロール値みたいなことに円安がなっても知らないよ、みたいなことをね。いや、だから、シンガポールってまあ、いわゆる華僑の人たちが作った国ですからね。その人たちにこんなこと言われたらもう終わってますよね。まあ、安倍晋三さんがね、シンガポールのお手本にして、まあ大好きだって言ってたのも、記憶に新しいですけど。いやー、本当になんか、安倍晋三の方がマシっていうのをね、自民党の支持者の人たちが真面目に言い出しているから、ちょっとね、怖いんですよね。そんなことあるって思ってたけど。はい。ですね、投資系のアカウントはひどいのが多いですね。まあそうですね。日本の投資系アカウントはなんでこういうこと言わないんでしょうね。民生品の国際市場で大負けしてしまったから軍事産業で、再起を図ろうとしているのではないでしょうかと。なんか一部が間違ってたけど全部否定する癖がある人が多い気がする。マルクスとか。いや、マルクスはそこまであれだったらどうだったろう。とりあえずですね、ブルームバーグですが、そしてこれはくだらないニュースなので見なくていいですが、高市首相は2040年度に名目 GDP を1100兆円にするという目標を掲げられているそうです。おー、やっぱり高市だ、すごいっていうですね。まあ、もうくだらないのでこれ見なくていいんですけど、ブルームバーグも、まあ、わざとやってますよね。だってここまでこう、ボロカスに言っておいてですよ。ここまでボロカスに言っておいて、このヘッドラインを持ってくるんですよ。バカにしてるでしょ、これ。まあ、基本的に、割と新自由主義者的なね、欧米の人たちを代弁しているというブルームバーグのね、ニュースなんですけど、ですね、海外投資家の人たちが参考にしている、記事、ですね、ニュースメディアなので、はい。そしてアジポンさんという人がまあこれを受けてですね、日本の GDP って30年ほとんど成長してないから4.5兆ドルぐらいなんです。で、日本人はこれからずるっと数が減るじゃん。投資や生産性を伸ばしても経済が維持が精一杯だよね。そうしたら名目 GDP1100 兆円が実現したらその時のドル円が244円っていう計算になるんだけど、書いててなんかそうなりそうなしっくりきました。みんなはどう思いますかって。これ意味わかります？一応解説すると、円が安くなるじゃないですか。どんどん円が安くなってインフレーションになりますよね。インフレになると、GDP ってね、まあ国内総生産は、まあどんどんインフレ上昇するわけですから、数字上は上がっていくじゃないですか。数字上は上がってくけれども、それと同様のスピードで円安が進んでいくわけですよね。円安が進んでいって、今と同じぐらいのですね、対ドル、ドルで換算したら 4.5 兆ドルぐらいの、GDP であったとすると、まあ大体ですね、高市さんが言ってる、1100兆円の名目 GDP を実現するには、円安がですね、244円まで進めばいいという。はい。という、まあ、数字のマジックみたいな話なんですけど、だから、名目 GDP だけ上げても意味ないでしょって。インフレと円安が進みまくってですよ。見た目上の数字が膨らんだとしても、タイドルに直したら 4.5 兆ドルで変わってないっていうことだったら、まあ、日本の購買力は減ってるわけだから、まあ、割とね、衰退してますよね。衰退してるし、私たち一人一人の、多分、一人当たり GDP っていうのはどんどん下落してるはずなんですよね。まあ大企業とかね、一部の投資家の人だけにそういう富が集中し、社会全体では貧しくなるっていうような感じになるんじゃないかと思われます。はい。ですね。高市さん人気に乗じたのは他でもない自民党なのに本当都合がいい。まあそうですね。高市さんだけの整理はできないです。だって、もともと言ってたのは安倍さんっていう人ですからね。自国通貨は安い方がいいって言ってたじゃないですか。300円だって言ってたじゃないですか。300円目標を掲げてたら、それはこういう政策になりますよね。
で、安倍政権でエネルギー政策でアメリカ一辺倒ではなく独自にやってた。まあそこは評価できるところではありますね。確かに。今よりはマシでしたからね。はい。いや、東郷優子さんやばいですね。なんか反響インフルエンサーの人たちがだんだん、陰謀論、まあもともと陰謀論の人たちなんだけど、となってますね。きっとできるように日本円がゴミになればねって。いや、本当にそういう話なんですよね。アジポーさんと総合すると。いや、もちろん彼はからシミュレーションですから、これただのね、予測というか、極端な予測でしかないんですけども、はい。ですね。マルクスの理論の授与の仕方か、各地の共産党が失敗したからなぜかマルクスがバカにされるというですね。いや、そうですね。実際みんな資本論読んでないですからね。詳しくないけど、名目なら国債発行してインフレさせれば十字ではできると思います。実際の生活が豊かにはなりませんけどね。はい。国民年金が当てにならないからリーサみたいな人たち。そうなったらもう食べられるものはさつまいもぐらいしか残ってないのではないか。いや、ほんと戦時中みたいになりますよね。コカ・コーラやマクドナルドなら稼げるからって投資やってみなよとか言われた。それしかも、だから海外企業に投資しろっていうことですか。ちなみにコカ・コーラはまあイスラエルを支援してる企業です。マクドナルドもまあそうだけど、投資しないでください。まあもうでもね、日本の人たちは外貨に投資するか、まあその、外貨で貯金して、外国系の企業にね、投資するっていうのがね、確かに一番手堅く稼ぐ手段にはなりつつあるんですよね。典型的な貧乏国家や。いいんか、それで。日本最高みたいなこと言ってる人たちは。日本の衰退ってむしろ共産主義より新自由主義のせい。いや、それは 100% 間違いないですよ。新自由主義の行き着く先がここですからね。まあヨーロッパというか、まあ近代民主主義の根本にはね、労働のね、価値をどうやって、推奨していくかっていうことがあるとは思いますね。マルクスより新自由主義の失敗をどうにかしろやって。ビジレイクはまさにこのことか。新自由主義の失敗を見ないくせに共産主義の失敗はめちゃくちゃ言いまくる人たち。目指せアルゼンチントルコって。いや、本当にこれトルココースですよね。下手すると。やばいですよ。だから、さっきの、シンガポールの人も言ってたけど、トルコリラーみたいなことになりかねないですよね。エルドアンっていう独裁者のせいで暴落して、その時に旅行者がわーっと増えたんですよ。だからトルコ最高みたいなことが言われたんですけど、実際には、まあ安くね、楽しめるだけっていう、それ外国の人たちにとってはありがたいけれども、ね、国内の人たちは貧しさで苦しんでるんだけど、はい。マルクスの経済理論は土地本位的な前提があり、現代にはすでに理論的に当てはまらなくなっているのではないか。まあ確かにね、そのまま適用できない部分は多いですよね。彼はめっちゃトランプ支持なので、相手の人がですね、ということで、そうです。コカ・コーラとね、なんだっけ、マクドナルドは、イスラエルのボイコット BDS の対象になってますので、よろしくお願いいたします。はい。選挙に勝つためなら思想を捨てられるから自民党にいるくせに、と。むしろハイエクの霊俗の道こそ批判すべきでしょうというですね。はい。でも本当、マルクスをね、だってマルクスの経済理論をそのまま取り入れた国ってもはやね、あんまりないんだから、共産主義を叩く暇があったら新自由主義を批判しろよっていう話ではありますよね。イスラエル支援企業のボイコットは本当にどうしようもないもの以外案外簡単だから始めるものもありです。20世紀の没落貴族はイギリスなら21世紀の没落貴族は日本ですね。いやー、なんかほんとそっちのコースに行ってますよね。このまままっすぐ行くと。どんどん。いやー、円の価値が、というですね。はい。ということで、皆さんの貯金とか、給料が減ってるっていうことをやっぱり認識しなきゃいけないんじゃないかと思います。民主党政権では最高1ドル75円の円高でした。今や日本列島を強く豊かにを呼応した高市政権で162円。今や海外旅行も留学も富裕層に門戸が迫られている。アベノミクス道半ばどころか悪夢のような経済財政政策であった。円高イコール悪にしたのは誰ですか？演出産業に有利ってだけだろ。某内需拡大も言わなくなった。非正規労働拡大、貧困層増加の格差拡大を政策としてやれば国内消費が縮小する一方なのは当たり前で未だにそれをやっていると。はい。ということで、世田谷区長の保坂さんですけど、正直やっぱりね、アベノミクスの根源的な批判としてはこれだと思いますよね。
まあ円高はね、その輸出産業とかに不利だし、まあ確かに、不利な面もいろいろあったから、もうちょっと円安にして、その輸出を高めて、日本の経済力をアップさせるみたいなお触れだったわけですけど、まあそれが全然うまくいかず、トリクルダウンも起きず、まあ国内消費もね、縮小する一方でみんな貧しくなってしまったっていうのが経済政策の結果なわけだから、もうその結果失敗したっていうのをね、受け止めなきゃいけない時期に来てると思うんですけど、未だに受け止められてない人が高いツアーを支持してるみたいな構図ですよね。はい。ドル130円の時に海外旅行高いって言ってたなーってですね。はい。円の価値の暴落が止まらない今年、世界で円が最強の通貨である架空の日本が舞台の映画スワローテイルがリバイバル上映されるのは皮肉が効いていてもう笑えません。すごいな、それ。まあでもバブル時代にそう作られた映画とかってね、日本が最強の国になるみたいな、なんかまあいい意味でも悪い意味でもですよ。なんでしょう。日本円がまあ価値が上がったりとか、その日本が最高の経済大国みたいな、になるみたいなですね、そういったね、ストーリーの話が結構あったんですけど、そうなの。岩井さんが、俊二監督がですね、自らあれするんですね。監修のもと 4K リマスタードルビーアトミックス化され、スワローテイル 4K リマスターとして劇場公開が決定ということで、はい、岩井俊二監督の名作ですけど、皮肉だなぁ。はい。新自由主義こそエセ経済理論ですというですね。いや、今やほんとね、世界中の国を貧しくして、こんな貧富の差を拡大させたから、そう言わざるを得ないですよね。トリクルダウンって絶対起きないインチキだったでしょ。はい。そして、ナフサの供給が4月に比べ悪化、約8割が回答、飲食料品メーカーらということで、大手飲食料品メーカーや小売業者やらで構成する国民生活産業消費者団体連合会が3日、原油を生成したナフサから作られる量についてアンケートに答えて約8割が4月に比べて悪化したと答えたと。回復したんじゃないのっていう話なんですけど、まあ一応経産省とかの出すデータだと、原油の輸入自体は回復しました。まあ維持でかき集めたんでしょうね。ただ、それが、いわゆるコストプッシュですよね。いろんなところからアメリカとかね、別の国から代替調達した分のコストっていうのがどれぐらいかかったかっていうのって未だに未知数なわけじゃないですか。で、これから価格に転嫁するわけですよね。これから価格に転嫁するわけだし、しかもナフサに関しては、いろんな国同士で取り合いになってるので、日本の円の購買力が、減っている以上はですね、そんなに潤沢にあるわけがないんですよね。だからまあこれ4月のアンケート、5月のアンケートだから6月になったら少しは回復しているかもしれないですけれども、なんか国がね、ああやってなんかその原油輸入量を回復しましたみたいなこと言ってる割には、っていう感じですし、なんか坂井のさんっていう人がなんか報道特集で6月に日本は積むみたいなこと言ってたの嘘つきだとかインチキだとかってまた叩かれてるんですけれども、あのまま言ってたら本当に積んでましたよね。はい。だから時に代替調達を頑張ってその原油の輸入量をせめて回復したから今の状態になっているわけですけども、コストの高さっていうのは全然ね解消されてないわけですから、それは景況感としては回復してるわけないですよね。はい。アベノミクスは目標インフレ率達成したのにだらだらゼロ金利を続けたのが、まあ最初のあれで失敗したって言われてますからね。だから時に目標インフレ率を、もっと上げるつもりだったのに、まあできなかったもんだからだらだらとゼロ金利を続けたと。まあそれは本当ね、日銀とだから政府の独立性がどこ行ったんじゃみたいな話だし、まあ典型的なね、国が統制すると経済が大きく失敗するみたいな例になっちゃったんじゃないですかね。これで防衛増税やろうってんだから腹立ちますよね。いや、本当にね。まあ、国債発行でね、まあ解決しようみたいなのもね、円安のリスクを何も考えてなかった発想でしたよね。残念ながら。新自由主義はポピュリズムの形で侵略してくるからあまりに厄介です。社会の大多数の右翼はそれになびくしというですね。はい。だからポピュリズムとこうね、融合してるのがやっぱりまずいところですよね。はい。
これとか飲食店のデモとか全く報道しないですしね。まずは自分の足元を見ろという資本家の私有財産を絶対的に死守できるだけのイデオロギーこそが新自由主義です。来ていただいてありがとうございます。クレカ使って引き落としが迫っている月の気分になっています。普通に全然やばい状況は続いてますよね。アベノミクスはそもそも経済政策と呼べるものではないいやまあ確かにな、ゼロ金利ターゲットにしてただけだからな。ゼロ金利ターゲットにして国債発行しまくっただけだからなあれはなんかやっぱりまあ批判派の人は一部右派の人も左派の人も言ってましたけど、一種の統制経済だったのではないかという疑惑が出てきますよね。誰かが言っていた左翼は怠け者だという言葉があるんですが、キャシー・ウィークスという哲学者も労働が全ての性差別の元凶といったものを言っていたので、むしろ怠け者であるべきでしょう。ああ、そういうことなんだ。いや別にだからその国っていうのはだから弱い人たちを守るために基本あるものだし、社会的共助っていうのがね何のためにあるかっていうことを考えると貧困な人たちに対して特にねそうやって社会保障するっていうのは当たり前の話なんで、まあそれが悪いって言ってる発想自体が間違ってると思いますよね。はい。そうですね。やっぱりポピュリズムとの融合っていうのは新自由主義者の人たちはわざとやってるんでしょうね。ほんと極悪ですよね。はい。つうことでですね。ただポピュリストならこういうことを言ってほしい。町の洋菓子店がピンチです。値上げしても売上減倒産が過去最多になってます。まあさっきのブルームバーグの記事を補強するような内容なんですけど、全国で町の洋菓子店がピンチに陥っているそうです。まあ一番影響のありそうな業種ではありますよね。福岡県久留米市の洋菓子店ムッシュヒロではここ1年でケーキの値段を1割弱上げました。以前からの人手不足や人件費高騰に加え、材料の値段やケーキを包むフィルムなどが高騰しています。昨年に比べ海外産チョコレートの価格が1キロ1万円超と2倍ぐらいになりました。ヘーゼルナッツも1キロ6000円で約2倍になりました。小麦粉も 15% 値上がりしました。卵はここ数年で5割上がりました。これは無理でしょう。もう商売として成り立たないレベルじゃないですか、ここまで上げられたら。だって基本的にまあお砂糖とかヘーゼルナッツとかチョコレートでできてるもんでしょ、あれっていやー、だからなんだっけ、サムライタイムスリッパーっていうね、インディーズから盛り上がった名作映画があって、私もあれ大好きなんだけど、あれでね、なんか昔の過去の日本からタイムスリップしたお侍の人が、ケーキを食べてね、こんな美味しいものを庶民が食べられるとはなんと素晴らしい太平の世なのかみたいに感動して泣くみたいなね、結構感動的なシーンがあるんですけど、私そのシーンも大好きなんだけど、なんかね、もう我々食えなくなるんじゃないかって気がしますよね、その洋菓子とかってなんか高級食材になるんじゃないですかね、今後は。はい。まあ、街とかコンビニで気軽にケーキを食べるみたいなのがね、消費行動としても不可能になる可能性が出てきたかなと思います。十分な値上げはずっとできませんので、まあ、どうしたらいいかと悩んでいるということですけど、まあ、商売を継続するためにはやっぱりね、さらなる大幅値上げをして、富裕層向けのね、商売に転換する以外ぐらいしかないんじゃないかなというふうに思うので、ちなみに有料部分ではカントリーマームなどの話も取り上げられております。はい。あつばきさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。本当にチョコ高くなったね。チョコはもう高級品です。小麦って確か世界的に豊作だったはずなのに、さらに値上げということですね。お菓子の心配をするなど、ブルジョワかーと開き直りそう。フェアトレードであるから高いとかじゃないとこに来ていますね。はい。そう、だからね、もちろん、アフリカとかその原産地を搾取している問題があるので、そこの原材料費っていうのをちゃんと転嫁しなきゃいけないっていうのは確かにそうなんですけど、今起きてる値上げってもはやそういう問題ではないので、はい。もう普通にね、誰も食えないっていうものになりつつあるわけですよね。資本主義が発達し豊かになるどころか逆に食べ物が食べられなくなるとかってほんとね、誰もこうなると思ってなかったと思うけどね。
はい。そしてですね、身近なとこですと、はい、小泉純一郎さんが民営化した日本郵便が U パックを最大 40% 値上げすることにしました。日本郵便は今日、U パックを10月1日から2から 40% 程度値上げすると発表した。随分幅があるね。燃料や資材価格、人件費が高騰しているためで平均では約 10% 程度となる。値上げでは2023年10月以来3年ぶりとなるが、最大で 40% ぐらい値上げということです。はい。覚悟の準備をしておいてくださいって感じですが、はい、共同通信はこのように報じてるんですけど、NHK はどのように報じているか。はい。日本郵便 U パックの料金を10月から平均約 10% 値上げ。見出しを変えたなまた見出しを変えましたね。こっちでは最大 40% 値上げって正しく書いてるのに、こっちでは平均 10% 値上げになってるんですよ。しかも NHK の方だと書かなくてもいいようなヤマト運輸が、値上げとか佐川急便も値上げみたいなことを書いてるんですよね。ちなみにヤマト 3.5%、佐川 7% です。はい。いや、どっちにしろ 10% より低いやんっていうですね。はあ、すごいな、ここまで来ると。なんか NHK のヘッドラインは本当ゲイみたいになってますね。この前からずっと言ってますけれども、だからわざとヘッドラインニュースに出る文言を操作してるんじゃないかっていう疑惑がかけられてるわけなんですけど、はい。いやー、NHK 内容を読めばね、それは間違ったことは書いてないんですけど、という感じですね。はい。ですね、焦がしが高くなりすぎて常用できないフェアトレード商品ならよかったのになぁと。久留米はブリヂストンとムーンスターとかがあるからどうにかならないでしょうか。街の小さなお店がなくなるから嫌ですというですね。いやー、本当にね、動物性食品の消費が減るのが倫理によるものではなく貧困や倒産のせいという辛さ。いや、本当それも辛いですよね。で卵からね、別のものに転換するとかっていう動きもね、今後もちろん必要になってくる話だったと思うんですけど、それがね、卵が高いからそうなるっていうね、なんかもう身も蓋もないような理由で、アニマルライツもクソもないみたいなことを言われるのも腹が立ちますよね。いやー、だから今まで倫理的な消費みたいなことを言ってたのは何だったんだっていうですね、私も言ってましたけど、虚しくなりますね。はい。ドキュメンタリー部門が遠いき取れなくなってるぞ NHK というですね。いやもうドラマ部門とかドキュメンタリー部門の人たち諦めてるんでしょうね。政治部門があまりにもひどいから、はい。政治とかに絡むことはですね、このように報道するわけですけれども、はい。共同はですね、容赦ないです。農業従事者が100万人割れました。26年高齢化で離農進行ということで、農林水産省が30日に発表した2026年の農業構造動態調査によると、個人で農業を主な仕事にする基幹的農業従事者が前年比 4.8% 減の98万人になり、比較可能な統計資料が残る1985年以来、初めて100万人を下回ったそうです。そりゃそうですよね。はい。そもそも日本って、そういった小麦とかね、農産物っていうのを作る人たち自体がもう少なくなり続けているわけですけれども、農業経営体の数が 4.4% 減、団体経営体も 1.2% 増、ということでですね、団体経営者化してるっていうような見方もできるけれども、それ以上にやっぱ農業経営体そのものが減っているという、ところですよね。それはこんな政策してたらそうなるわっていう感じですね。はい。そうですね。ケーキもとんでもなく高くなるし、ほんと小麦とかね、農産物もね、お米とかも食べられなくなるんじゃないかっていう気がしますよね。ほんと侍タイムスリッパーみたいな設定の話になってしまう。はい。エネルギーの面も問題がありますね。はい、頭を抱える規制委あぜん中部電力浜岡原発不正が発覚し、調査開始後も地震波データ操作ということで、信じがたい事件ですが、中部電力浜岡原発静岡県の耐震設計に使う基準値振動策定をめぐるデータ不正問題で原子力規制委員会の調査が始まった5月以降、中部電力が地震波のデータを組み替えていたことが1日に開かれた規制委の定例会合で明らかになった。山中委員
長は会合後の会見で推測するに不正隠しが行われていたのではないでしょうかというですね。いや、信じがたいことに、だから原子力規制委員会の調査が始まった以降ですよ。以降に、中部電力が地震波のデータを勝手に組み替えていたんですよ。なんだこれは。中部電力、真面目にやる気あんのかっていう、感じなんですけど、いや、なんか原発反対派に有利な材料を送っているとしか思えないですね。チャレにならないんですけどね。有料部分にはちょっと書いてあるんですけど、詳しい内容は読んでいただきたいんですが、中部電力が過去の審査会合で計算条件を変えた20通りの波形のうち平均値に近いものを代表波に選んだと説明していたが、しかし実際では多くの計算結果の中から都合の良い波形を代表波として選んだ後、20通りの平均値の差が最小となるよう残り19の波形を操作していたという、ことで、何やってんのこの人たちはという。未だに原発を推してるような人はね、あんまり見なくなりましたけれども、無理だと思いますよ。こんな経営状態で原発復活させるの。無理でしょ。無理です。はい。クリーンエネルギーに移行しましょう。はい。農業が大事なのはわかるし、できるなら携わりたいとも思うけど、稼げないし安定しない仕事に未経験で飛び込もうとは思えない。そうですね。外国人技能実習生の方々の問題に関してもやっぱり農家が問題なわけですよね。要は給料を出せないからほとんどねただ働きみたいな使い方をしていて問題を起こしたりとか。ただ必ずしもやっぱり農家の方々が悪いかっていうと構造的問題ですよね。お金稼げないんですもん。なんぼたにして農政を楽にさすがにその主張引っ込めたと思うけど、パンが高ければケーキを食べればいいじゃないというが、どちらも高くて食べられませんというですね。はい。そして多分一番の反原発活動団体は電力会社です。こんな状況で外国人を追い出して一体どうするのだ。中電は解体した方がいい。電力会社は本当にひどい。こうしてデータを改ざんしたりするから疑ってかからんとダメになったりより陰謀論に引っかかってしまう。そうですね。反原発活動家の一人は陰謀論に走ってしまった人も多いので、できれば帰ってきてほしいですけど、一回走っちゃうとね、ちょっと難しいですからね。はい。陰謀論には走らないようにしましょう。陰謀論に走らなくても日本のね、原発関連団体はひどいですから。はい。だって普通にデータを不正に操作してるんですよ。ありえないでしょ。原子力規制委員会に向かって。何考えてんだこいつらっていう。いや、ほんとね、電力会社のいい加減さが同行してますよね。都合のいいデータが取れるまでやるって大阪都構想かって。日本に原発を建てられるような土地はそもそもあると思えませんし、そこでこそ日本の技術を使うべきなんじゃないでしょうか。いや、風力とかね、メガソーラーだったら全然ね、ポテンシャルありますからね。前も紹介したけど、ゴルフ場の跡地とか放棄されてるんだから全部メガソーラーにしちゃえばいいんですよ。はい。だからね、そういう有効な使い方もできるはずだし、なんでね、あっちに投資しないのか私はわからないですね。はい。だってこういう状況なので、朝一という番組でちょっと、報じられたそうなんですけど、若者の貧困特集がありました。辛すぎる内容でした。3年間バイトで必死で働いても部屋を借りられず、新人を休める場所がなく、もう限界。親も氷河期世代で、その日生きるのに必死で助けられない。必死で働いても貧困から抜け出せないのは自己責任ではなく、この国の政治の責任です。国旗動向をやっている場合じゃありません。ということですね。いやー、当たり前ですけどね、だから東京都庁のね、下で食料を求めている人たちがもう1000人を超えたというふうに言われているので、こういう状況の中でですね、貧困状況に陥ったり失業したりですね、している人たちが続発しているものだと思われます。はい。当たり前ですけどね、すべて政治の失策の結果なので、はい。経済的にね、経済政策とかをちゃんと考えてない人たちをね、政府に選んでしまうと、こういうことになるということですね。はい。再生エネルギーを日本の技術で頑張ってほしいんだけどな。いやーでもね、太陽光技術で中国に完全に負けてますからね。そこは逆転するのは難しいですけどね。でも安く、なんとかするしかないっすよ、本当に。だから、中国からの技術をパクっても何でもいいから、安くね、それなりに国産でね、いろいろコントロールできるようにすればいいんじゃないかなとは思いますけどね。都心部ビルの上にソーラーパネルとかバンバン置いたらいいのに、今のね、
日本のビルって基本的にすごく重たいものを、積載できるようにできてないらしいんですよね。要は重さで潰れちゃうんですよ。あんまりメガソーラーっていうかソーラーパネルみたいにでかくて重いものをつけると。私も知らなかったので、いや、ビルに全部でソーラーパネルつければいいじゃんって最初単純に思ったんですけど、まず耐震強化とかが必要らしいんですね。だからそれもでもやればいいと思うんですけどね、セットで。はい。だからビルとかそういったなんていうか重量規制とかですね、の見直しとかを行って、重心に耐えられるようにして、地震が来ても大丈夫にして、その上でソーラーパネルつける工事をするっていうことですよね。食料を求めに行ける人の数でさえ1000人を超えているのだから、行けてない人たちはもっといるでしょうしね。若者の間でホームレスはブーム。いや、本当にね、シャレにならないですからね。貧困で苦しむ人々を自己責任で切り捨てるのが新自由主義時代。中国の再エネはさほどスケールがやばくて未来すぎますよね。いや、あれは本当にすごいですね。中国の政府やっぱりに対する困惑は別として、やばい技術はね、太陽光の技術は今世界一と言わざるを得ないですからね。それを素直に認めればいいのにね。なんで真似しないんでしょうね。はい。そもそも貧困であることを恥じる文化をやめさせなきゃいけないですね。そうですね。だから太陽光パネルの軽量化とか、折れても曲げても大丈夫なね、ペタッと貼り付けられるようなタイプの、パネルもあるんですけど、それもね、日本が先に作ってたのに中国に追い抜かされたんですよね。当たり前なんだけどさ。はい。怠け者で愚かな者が貧困に陥るなどというですね、賢く勤勉な者が富を得るというナラティブを完全に封鎖しなければいけない。そうですね、そういう自己責任主義みたいなね、考え方自体がやっぱり非常に有害ですよね。成功者だからといって、なんかうまく、倫理的で、賢いとかいうのがね、全く、嘘ですからね、そんなことはない。そもそも差別を促進してるのは自民党のエリートの人たちですよねっていう話っすね。ちゅうことでですね、はい、エリートの人たちは何を考えているのかということで、野党の皇室転換審議拒否は時代遅れと自民党の人たちのありがたいお言葉、衆議院議員運営委員会で与党筆頭理事を務める自民党の村井さんが3日、与党が求める皇室転換改正案の審議入りに応じない野党の姿勢について時代遅れの手法だと記者団に語ったと。はい。もう、どうでもいいよ。だって、審議拒否はだから最終手段だっていうことぐらいは、だって野党の人たちだって分かっててやってるわけでしょ。だって与党の人たちが審議に応じないんだから審議拒否するしかないっすよね。だからコミュニケーションが破綻したんですから、まずその事実を認めてもらわないと話ができないと思うんですけど、もう無理だな。この党は。だからもうほっといたらもう独裁突っ走る一直線ですよね、これは。はい。完全にベーバー理論で読んだようなプロテスタンティズムの精神と一致している。成功者の大部分は資産の相続によるものですと。はい。世襲議員という存在がいますからね。時代遅れって自民党も昔やってただろうっていう批判を無効化して言ってるんだろう、しょうもない。時代遅れ、なんとでも言えや。野党時代の自民党やってましたからね。小泉進次郎さんはやってましたからね。富裕層の借金を貧困層が肩代わりするような税体系をやめて累進課税をしていきましょうということですね。与党がめちゃくちゃすぎることをメディアはもっと言ってくれ。いや、本当にね。だからね、こういう報道が出ちゃうのもね、結局メディア側が野党を十分に応援してないからですよ。どう考えても野党の方が正当なんだから、ここは党派を超えて応援すべきなんですけれども、ホルムズ海峡に31隻もいるのに国は皇室転換がどうこう言ってるのはマジで地獄すぎるということですね。本当私も心配で仕方がないんですけど、だからまだホルムズから帰れてない船がね、たくさんある状況下でこういうこと言ってるのはね、本当ね、大丈夫かこいつらってなりますよね。だからこういう人たちに国の舵取りを任せてはいけないと思います。はい。ということなんですけど、はい、ニュースポスト7がね、私も負けじとスクープを出しました。高市早苗首相に公選法違反疑惑、またかよって感じですが、1枚2000円の早苗タオルを地元有権者に無償配布していたそうです。事務所は選挙区内の方に無償で配布するということは一切行っていませんということですが、SNS に早速ですね、タオルもらったよみたいな投稿が殺到しております。昨年10月、高市氏が自民党総裁選に勝利した瞬間、テレビ中継
の画面を彩ったものは、支持者が首に掲げたファイトンサナエなどと記された通称サナエタオルです。この会の主催は、高市早苗を内閣総理大臣にする奈良の会となっていたが、当日の参加者らの証言によると、仕切っていたのは高市事務所であり、タオルの無償配布も事務所や講演会が行ったものだという、タオルのお金はそんなもの取っていませんという参加者の証言もあったということで、1個2000円相当のタオルをですね、ポンポカ支持者に配っていたそうです。はい。まあ野球観戦みたいなノリなんでしょうね、これも。もうどうしようもないな、この人は本当に。だからなんかね、突然芸能界から、トランプみたいに芸能界からとか実業界からいきなりその政治家入りして人気政治家になってしまったっていう人なら、もちろんダメですけど、100万歩譲って分からなくはないんですけど、30年以上国政政治家やっててですよ。自分のファンの人たちにこういうグッズを配ってもいいって思う感覚なのはすごいと思いますよね。どうなってんだこの人っていう。まあそれはね、これだから抽象動画購入しようとかそういう発想が出るんだろうなという、感じですよね。ちなみに国会議員への地元の違法配布は、移民ゼロプランなどを推進するですね、レイシストの松島みどり氏などをはじめ2014年にうちわを配布して法相辞任に追い込まれた人がいます。これまでしばしば問題化し、大臣辞任や辞任辞職に追い込まれたケースも少なくありませんが、マスコミが追及しないので、はい、今回はならないと思います。はい。天皇も寝耳に水だったらしいし、どっちが不敬なのやら。はい。天皇のあれについてはですね、私の動画をよかったらチェックしてください。スクープを何度も出されても支持率が減らない不思議な現象ということですね。いや、でもポストセブンですからね、みんなやっぱ信じてないんじゃないですかね。いや、ただな、抽象動画に関してはテレビとかがああやって報じてもな、全然支持率あんまり下がらないからな。ちょっとまずい領域ですよね。はい。でも物配り系はそう、まず捕まらないんですよね。間違いなく公選法違反なんですけどね。みんなも高市さんを応援してタオルをもらおうってダメに決まってるだろってNATO はブッチするけど芸能関係の表彰式は必ず出席する高市さんということで、はい。国会出ないのにこれは出るんだということでですね。はい、日本ジュエリーベストドレッサー賞にですね、7月4日、明日開催らしいんですけど、浜辺美波、前田敦子、松本まりか、堂本光一さんなどと並んで、高市早苗さんが、受賞するそうです。いや、この前のミュージックアワードの件からずっと思ってるけど、これでいいんですか本当に芸能界の人たちは。いいの高市さんべったりで高市さんと一緒に破滅してもいいんですかね。というか、さすがにさ、堂本光一さんと自分が同じ存在だっていう風に、受賞しに行くわけですか、高市さんは。いくらなんでもおごり高ぶりすぎでしょ。いや、ルックスとかで言ってんじゃないですよ。ルックスとかで言ってんじゃないですけれども、さすがに恥ずかしくて授賞式はいけないと思うんだけどな。でも高市さん行く気みたいですね。すごいですね、この人は。はい。つうことですね。シンズさん、ドラさん、コンカラスです。電報酬は芸能人上がりだけど、高市みたいな選挙に関する無茶苦茶はしてないですよね。はい、してないと思います。だから別に芸能人だから悪いというわけではないですね。はい。全くそういうことではないと思います。タレント議員さんでもちゃんとしてる人いっぱいいますからね。このまま参議院でも空転すると国旗損壊罪も延長がなければ今回は廃案になるし、または継続審議でとりあえず今回への成立は防げるかもしれないですね。はい。参政党と国民民主党が裏切らなければの話なんですけどね。はい。これがもし野党議員だったらもう大炎上の末に国会を去っていたんだろうな。いや、間違いなくそうでしょうね。蓮舫さんが同じことやったら間違いなくね、もうなんかね、ネットのやばい人たちがね、それこそ逮捕されるまで中傷してたんじゃないかと思います。それももちろん良くないですけど、はい。寝てないんじゃないですかって。もうってミュージックアワードジャパンの件をまた繰り返すんかって世耕も岸田もベストメガネですからね。そういえばそんなの受賞してたら、追加受賞者って書いてありますからね。すごいですよね。追加受賞者って書いちゃうんだっていう。いやいや、そういう賞なんだろうけど、いくらなんでも露骨すぎないですか、これは。ひでえなね。いや、本当に漫画みたいですよね。
インドから直行で松本まりか前田敦子と同じステージに立つなんてのは承認欲求の塊ではないか。いや、さすがに別に、なんだろうな。自分で目立ちたいんで賞くださいと言ったわけではないと信じたいですけどね。勝手にジュエリーベストデリシチャー賞の賞の運営委員会側が高市さんにすり寄ってるんじゃないですか知らんけど。まあだからね、さすがにジュエリー業界の人がありきれているのでですね、もうダメなんじゃないかという感じがしますね、この賞自体。信用がなくなったと思いますね。はい。で、まあちょっと、最後にですね、我らが、参政党とかの話とかヘイトの話をしてちょっと終わりにしたいと思うんですけど、号外、今国会で何が起きているのか号外紙を発行しました。ご覧くださいということで、なんか参政党がですね、民主主義の根幹を揺るがしかねない多数派の暴走を止めたいという、冊子を出しております。何を言い出したのって。民主主義の根幹を揺るがしかねない与党の暴走が起きております。比例定数45削減法案への問題、民意が公平に国政に反映されなくなります。多数派だけで選挙制度を変えないでください。福祉党法案の問題、そもそもなぜ大阪なんでしょう。国家予算を自分たちの選挙区に引っ張りたいといった画電飲水の思惑が見え隠れいたします。思想や政策の壁を越え、すべての野党が連携し、審議拒否をしているのです。選挙で勝ったら何をしてもいいというなどという前提を認めると民主主義が腐敗してしまいます。ですね。汚職などは、個人の腐敗ですが、制度全体の腐敗は国を滅ぼすのです。皆さんは政府が今以上の過酷な増税を決めたら従いますか？大義のない戦争を始めても黙って従うんですか？っていうですね。いやー、でもなんか逆に参政党がこういうこと言い出すと怖いんですけど、これなんかリベラル派の支持も取りに来てないですか？いやー、まあ、これ自分で出したんだからね、裏切らないでくださいよとは言いたくなりますけど、まあ、なんか維新に個人的な恨みがあるとか、そういうなんかいろんな噂も出てますけれどもね、ここまで言い切っちゃうとはちょっと思わなかったですね。いやー、でもなんだ。参政党だからなっていう。はい。っていうですね。はい。FIFA がトランプに平和賞をやったようなものでしょう。あ、そうですね。FIFA がトランプ平和賞みたいなのと同じ話ですよね、これは。はい。お前が言うのかよ。民主主義の破壊者がまさか民主主義の崩壊を売れるとはどんなトンチなんだかっていうですね。どうしたですね。いや、だから、レイマさんを取り込む気なんじゃないかなという気がするよね。この流れでいくと。乗っかってはいけない気がするけど、現地取ったぞということでいいのかな。まあ、でも、神谷宗平さんから現地取るのはね、あんまり意味ないですからね。彼平気で言葉翻すからね。さすが矢部教がアドバイスしているだけはあるな。参政党が言ってるから信頼ができませんということで、はい、全く信頼できない参政党なんですけど、本当にでも怖いなとは思います。本当になんかリベラルとか左派のポジションもまとめて取りに行く気じゃないかなというレイシスト政党なのに怖いですよね。我々側の支持を取られてしまったらね、ちょっと取り返しがつかないと思うので、ちょっとなんか信頼とか嬉しいっていう感覚は全然ないんだけど怖いなって思いますね。はい。ゆうこさん、ここからです。そう、参政党側でよりによってこんなこと言い出してるんですよ。まあ、ただ維新が嫌いなのは本心ではないかという気もするんですけどね。まあ、多分、吹田市から出てきて、まあ、いろいろあったと思うからで、全然維新に関して言及しないじゃないですか、神谷宗平さんって。何かあるんだろうなとは思ったんですけど、彼大阪出身じゃないのでね、はい、もともと吹田市とかで右翼議員をやってて、まあそこから自民党に入って、そこから出て、まあ右翼政党の党首になったみたいな経歴の人なんですけど、まあね、維新に何かしらあったんで、そこで素直に維新に行かなかったっていうのはなんかあったんだろうなという気はしますけども、どっちかっていうと副首都法案の方がひどく書いてるんですよね、これ。国家予算を自分の選挙区に引っ張りたいという画電飲水の思惑みたいなさ。もうほとんど抽象でしょみたいな勢いで書いてますけど、まあその通りかなとは思います。比例が命ですからね。まあ確かにね、比例が命だから、このままだとね、参政党も共産党も壊滅しかねないので、それは危機感は持ってるんだとは思いますけどね。
この騒動自体自民党も本当は否定数削減とかしたくなさそうだから野党に乗っかってる勢力はある。あー、なるほど。それはありえますね。だから自民党内の反対派の人たちが参政党とか国民民主党に何か言ってる可能性はある。はい。今地元で戦ってるヘイターは原発運動から令和に行っていた参政党員です。いや、そういう人多そうなんだよな。本当に取り込まれちゃった人ですよね。インフラボロボロなのに副首都とは怒りというですね。はい。横山さんもまず、インフラをなんとかしてあげてください。さすがに大阪の皆さんがかわいそうです。はい。しかし一方で、外国人の在留手数料が最大7万5千円に引き上げされるということで、本当にやるんだという感じなんですけど、永住許可が1万円から20万円に増額します。入出国在留管理庁、入管ですね、ファシスト入管ですが、外国人の在留許可手続きに対し手数料の改定額を定めた政令案を発表。予想されていた通りの内容なんですけれども、本当にこれ引き上げる気らしいですね。永住権20万、5年以上の滞在7万5千円。いやー、もう言葉がないな。いや、これはただのいじめですよね。だって、今まで1万円とかで手数料できてたもんがいきなり20万円になるんでしょ。排外主義政策でさえないでしょ。だから、これから永住権取ろうとするような人なんてね、ずっと長年日本で暮らしてた人に限られるでしょうから、そういう人たちを狙い撃ちしとるわけですよね。ただの嫌がらせだと思います。で、児玉光一先生もコメント出されてるんですけど、この手数料は2025年に従来の4000円から6000円に値上げされたばかりで45年ぶりの改定でした。ですが、この26年5月の改定はそれからわずか1年の間の飛躍的な値上げですと。更新を希望する在留期間が3ヶ月以下では1万円で、5年以上は7万5千円と。値上げの理由として諸外国での比較や受益者負担の徹底などが挙げられていますが、ある特定の財やサービスの対価がわずか1年で10倍になったり20倍にすることは安定した国家においては通常ありえませんと。はい。っていうことですね。日本はすでに安定した国家ではないので、確かにこういうことが起きるわけですけど、入管庁がね、引き上げたいですって、もっといじめたいですみたいなことを言うと、そのまま通ってしまう政権の状態になっているということですね。はい。テレビを横目に見てたら、ミス発言がやばすぎる輩がインタビューを受けていて、チャンネルを切り替えよう。見てると本当に副首都と議員定数は維新だけがわめいてご利用ししてますしね。お心せずいてわざわざインフラをなんとかしてください。ちなみに壊れたポンプは新しいのを買うしかなくて300億円ぐらいかかるそうです。いやでも本当水インフラなんとかしないとまずいですよね。首都なんて言ってる場合じゃないでしょとは思います。参政党に同意はしたくないんですけど。いや、永住してもらった方がプラスなのにね、人口が減る国だということに対して、人口が減る国なのにこんなね、差別丸出しな政策をやってるのが、入管庁なんですよ。だから合理的に判断してないですよね、言っちゃ悪いけど。はい。この前、外国人事業主の更新手数料だと、はい、引き上げてます。500万円から3000万円に引き上げてます。はい。で、それに加えてこれですからね。いや、確かに入管庁はずっとこれを言ってたから、やる気なんだろうなと言われてましたけれども、本当にやるんですね。はい。ちなみにパブリックコメントを募集しているそうなので、後でリンク貼っておきますけど、皆さんいろいろ送りましょう。はい。これ組合で断交対象にしました。職場の仲間を守ります。頑張ってください。頑張ってください。いや、でもそういうからね、やっぱ攻めていくしかないのかな。ありえないですよね、本当に。だって、天文学的な値上げですからね、20倍ですよ、20倍。20倍ってありえないだろ。ギャンブルじゃないんだからさ。はい。今いる方々の首を絞めて何がしたいのかしら。移民ゼロは追い出すことも含まれていたんだ。希少って当初維新は社会保障費とか言ったけど無産しましたね。さすがにそれはできないと悟ったのかもしれないですね。はい。社会保障費の削減も副首都構想もとんでもないのでやめてくださいというしかないですけどね。
そして火曜日に取り上げましたが、ずっとヘイトスピーチに遭っているユーミリス先生なんですけど、国籍外国ルーツを理由にいじめられている子供は、外国ルーツの仙台ルーツで、仙台でですね、先日、取り上げられた、いじめられていた学生の方の、ニュースを取り上げてるんですけど、この子だけではないと思います。誰も言えないで耐えている子もいると思う。SNS 上での差別憎悪を扇動するデマや暴言を許しちゃいけない。あなた方の言葉は子供を真似していますと。はい。参政党が躍進した後にですね、日本人ファーストみたいなことを言っている人たちがね、激増したと、子供の間でもね、激増したというようなことが報じられているんですけど、参政党に責任がありますよね。はい。参政党に責任があると思います。はい。ですね。台湾の、劉泉さんですけど、妻は日本人でして、またいないが子供が日本を辞任して日本国籍を取っても、それは子供のアイデンティティと人生の話だ。母方の祖母は日本人だが、母は自身を台湾人もしくは中国人と思っているだろうし、家族内で国籍やナショナルアイデンティティが違うが、家族は家族で大切な存在で何の問題があるのかわからない。ある日、突然国籍を変えられたり、統治者によって上からアイデンティティを押し付けられたり、その中で自分たちは何者かを各世代が考え続け、さらに複数のエスニックグループがある台湾の経験があるので、家族内でアイデンティティが完全に同じでないとおかしいとする規範の方が私には不思議に思えるということで、はい。まあ、リュウさんはね、もちろん、その、右派的な見解も結構強い人なので、私と完全に同意するところが、あるわけ、完全に同意してるわけではないんですけど、だからそういう人がね、こういうコメントをされてるわけですよね。でも、台湾の人としてはね、当然の見解ですよね、これ。だから上からね、勝手にお前らはなんかね、外国人なんだとか、なんだろう、こんじゃみたいなこと言っても、そういうのって、個々人の人生で決めることであって、で、しかも、その家族内で、だから日本で生まれ育った子供たちは日本人なわけでしょ。そういった方々はね、当然永住資格が欲しいわけじゃないですか。で、だから、家族が永住資格を取らないけれども、子供だけが永住資格を取るって普通にあり得る話だと思うんですけど、それも全く不思議な話でも何でもないですよね。はい。だから、ゆう先生に対しても、なんかなぜお前はね、帰化しないんだみたいな、帰化って言い方自体が差別なんだけど、なんで永住資格を取らないんだみたいなことを言う人たちが、レイシストの人たちがたくさん湧いてるんですけれども、全く不当な論理だと思いますね。それは個人の勝手なので、はい。医師は削減しないが、OTC 医薬品保険適用外は狙ってそうで怖いですね。いや、まあね。私の無力さも排外主義の心情も被害を受けた方々の複雑な心情を思うと辛いですね。はい。最後にね、宣伝してたのでたまたまこれ見たんですけど、世界を揺さぶる独裁国家のネットワークということで、アン・アプルボムさんという方が新作を出されるそうです。独裁国家連盟と、まあそのものズバリのタイトルなんですけど、アン・アプルボムさんって結構有名なジャーナリストの人でして、米のアメリカのアトランティックとかね、ワシントンポストとかに書いている人です。この方ね、もともと結構右寄りで、それこそまあ、ウクライナを今でも強く支援してるんですけど、アメリカのね、民主主義を世界に広めることで、ロシアとかね、中国とかに対抗しなきゃいけないっていう論調の強い人だったんですけど、まあ最近ね、トランプが台頭してからですね、独裁主義は世界に広がっており、もはやね、5割が、の世界がね、独裁者に支配されているみたいな、内容でですね、もちろん、激しくロシアとか中国を批判してもいるんですけれども、トランプ大統領の政策に関しては、アメリカの外交内政を独裁主義国家の価値観に同調させているということでですね、まあ、このままいくと民主主義、我々みたいな民主主義勢力や個人主義勢力っていうのは潰されてしまうのではないかっていう危機感を持って書かれているそうです。民主主義国家は独裁主義国家の構成にどのように立ち向かうのかということでですね、いろんな、対応策なども、考えてらっしゃるそうなんで、まあ、興味ある人はチェックしてみてください。後でリンクとか貼っとこうと思います。はい。まあ基本的になんかね、外国人を追い出せとかね、マイノリティの人たちを抑圧するっていうのは独裁者の発想なので、はい、それはね、古今東西、西洋、東洋を問わず、東西を問わずですね、民主主義者の発想ではありませんので、まあ、ユウさんとかね、を叩いてる人たちはね、そのことをよーく考えてね、いただいたらどうですかね、と思います。はい。
ちゅうことでですね、高市政権と、ヘイトなど、円安ヘイトなどなどの話でございました。はい、ありがとうございました。ちょっと水飲ませてください。はい、失礼しました。なんだかんだでもう1時間20分も喋ってたんだ。うわいや、なんか、ちょっと喉が微妙に辛いなと思ってたんですけど、聞き苦しかったら申し訳ございません。はい。大丈夫です。ちゅうことでですね。続きで沖縄とアメリカとかの話をちょっとしていきたいなと思っております。まあ、フリートークなんで、もしなんか別に話したい話題とかあったら振っていただければちょっと調べたりしたいと思います。はい。1945年7月2日は何の日だったかというと、渡嘉敷島の住民虐殺が起きた日です。はい。渡嘉敷島の赤松隊長と赤松隊はあまりに多くの住民や朝鮮の、軍部等を、処刑と称して虐殺したため、記録や証言が一定せず、日時や犠牲者の特定すら困難になっているのですが、住民を捕虜にさせないための集団自決と呼ばれる強制集団死と処刑と称した住民虐殺は住民対応のまさに両輪として存在したことが確実にされていると、いうことでですね。まあ沖縄って、大体6月から7月は全部そうなんですけれども、何かしらの虐殺であったりとか大事件みたいなのが起きてるんですよね。まあこちらの詳細については後でリンク貼っとくんで、もうちょっと見るに耐えないような内容なんですけれども、そこにいたね、家島の、住民ですとか、渡嘉敷島の住民を虐殺したという話が今に伝えられております。はい。いや、しかしこの話本当に残っててよかったなと思いますね。参政党みたいな勢力がいるのに。はい。ですね。アブソリュート参考からステース来ていただいてありがとうございます。まあということでね、80年前の昔からずっとこういう扱いを受けている、沖縄なんですけど、防衛装備の生産力維持へ公設民営、法改正調整輸出促進に新法人ということで、政府は2027年にも防衛装備品の生産工場を国有化するための法案を国会に提出する調整に入った。これまた出すのかよという感じなんですけど、まあ確かにこれも言ってた話ですね。要は交渉ですよね。有事の際に弾薬などを増産できるよう国が関与して平時から生産力を維持する目的で、国が施設を保有して民間に運営を委ねる方式を念頭に置くということで、まあ、本気で交渉法案出すらしいですね。もういくら野党が審議拒否しても足りないっすね。というかこれは中道とか賛成しちゃいそうで怖いな。はい。反対していきたいと思います。響さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。響さんのですね、イラストのグッズ販売中でございますので、よかったらすずりの方をチェックしてください。はい。排外主義といえば、ゆっくり社会学さんの新作動画で紹介されている理論が排外主義の正当化に使われる危険性があるなと思いました。あ、そうなんですか。あれ、ちょっとタイトルだけ見て、ちょっと見てなかったんですけど、問題ある内容だったのかな。ゆっくり社会学さんは基本的にね、リベラルというか、差別に反対する立場だったり、の理論を紹介してくださってたと思うんですけどね。うんうん。文科省、人が死にすぎて証拠が一致しない証拠不十分だって。日程は今でも生き延びている植民地主義政策を取りながらというですね。はい。いや、ほんとね、日程は生き延びてますよね。だからこういう、だから沖縄に対するね、シリーズ沖縄戦のね、ブログを見れば一目瞭然ですけど、沖縄に対する抑圧とか弾圧とかって、パレスチナのあれと同じでですね、ずっと80年以上続いてるんだなというところですよね。そんな沖縄に対してなんですけれども、はい、怖い。生徒に何度も電話や LINE、
自衛隊の過度な勧誘、学校は注意するも改善せずということで、恐怖の記事が、琉球新報さんから出ております。自衛隊が県内離島の県立高校で実施した進路説明会で、担当者が説明会後に何度も生徒に電話をかけたり LINE に説明会の案内を送ったりし、生徒側が学校に相談していたことが明らかになりました。これ何かの法に引っかからないんですかね。いやちょっとビビるんですけど、でしかも自然に明かされた話じゃなくて、2日の県議会の定例会の一般質問で立憲民主党のですね議員さん、次郎さんという議員さんかなが、質問して、県教育委員会の人が認めたことで初めて判明したらしいです。生徒や保護者から説明会参加後に SNS などを介して個別に連絡があったという相談が寄せられていたことが明らかとなった。お昼や放課後など学校に滞在している時間帯も含めて連絡が来ていたといい、生徒からは何度も自衛隊からかかってくるので断りにくい、怖いといった声が学校に寄せられたという。いや沖縄のね、高校生の子にこんなことするのちょっと信じられないっすね。いや、沖縄だからやったんだと思いますけど、いや沖縄自衛隊の人たちって自分たちを何だと思ってんのなんかフレンドリーな何かだと思ってるのかな。いや、一番警戒されてるでしょ、多分。すげえなって思いますね。はい。ちょっと自衛隊さんは LINE するのやめてください。お願いします。そんなことしろなんて誰も言ってないはずなんで。怖すぎ。こういうの昔からやってた。昔からやっぱりやってたのか。いや、でもやっぱり発覚しなかっただけなのかな。あまりに内地と初期植民地という関係を明らかにしていてグロいですね。大学で朝鮮半島の近現代史の講義を受講しましたが、この時代の日本はクソだと思いました。だから日本のこういうそうなんですよね。朝鮮の人たちとか台湾の人たちとか中国満州の人たちにやった政策っていうのが今も沖縄に適用されてるっていうような見方をすべきですよね。はい。離島で就職先少ないから狙ってんだろうっていうですね。いや、そう言われてもほんと仕方ないよね。これは。はい。そして我らが防衛大臣はじゃあ何か言ってるんじゃないかということなんですけど、はい。自衛隊の LINE 勧誘、問題ない、生徒への個別連絡めぐり何度来ても怖いの訴えもということで、まあそう言うだろうと思っていましたけども、小泉進次郎防衛相は3日、今回ですね、ことを言われまして、沖縄県離島の県立高校で自衛隊員が生徒と通信アプリ LINE で連絡先を交換し、個別に説明会などの案内をしている件について問題があるとは考えていません。自衛隊地方協力本部では募集や広報活動を行う際に担当者と募集担当者が連絡を取る一つの手段として LINE を利用する説明、場合があり、LINE は多くの人が連絡手段として用い入れている一般的なアプリであり、相手の同意を得た上で連絡先を交換していることから連絡手段として利用することに問題があるとは考えていた。問題があるだろふざけんなよっていう感じで、まあ、さすが沖縄のね、在沖米軍の所業に対して何も言わない小泉さんなんですけど、すごいなって思いますね。何の問題もないだろみたいな。いや、そもそもあなたが問題あるかどうかを決めるんじゃなくて、生徒が怖がってるっていう話なんですけどっていう感じなんですけど、まあ少なくともね、小泉防衛大臣の政治家では、自衛隊の人はこういうことをしても何の問題もないということらしいです。はい。はぁ。で、自衛隊に入りそうな子にはかなりしつこく説明や入隊を求めてくるとは昔から言われてましたね。我自衛隊ぞ、昔から人手不足で何としてでも入隊させたかったというですね。いや、今本当に深刻なんでしょうね、おそらく。まあだからね、こういう手段でも何でも使うようになってきたんだと思いますけどね。いい加減にしてくださいよ。会話になってねえしって問題だってもお前が問題なんだよね。まあ小泉は言わされてるだけなのかもしれないですけどね。はい。それに対して、浦添の、田畑翔吾さん、日本共産党さんですが、たとえ教師と生徒であっても、個別 LINE や電話連絡はトラブルの観点からやり取りを避けるよう周知されているのになぜ自衛隊が生徒の在校時間を無視した電話や LINE での勧誘は問題ないと言い切っているのか、何度も連絡が来て怖いと言っている子供の気持ちを理解することさえできないのでしょうかというですね。いや、まあ当然の見解だよね、これが。
はい。個人情報でしょって、高校生が自衛隊と対等にやり取りできないでしょって。はい。今夜 TBS ラジオセッションで戦後日本は樺太で徴用した朝鮮の人たちを帝国市民で亡くなった日本国籍を喪失したからと帰民したと聞きにて泣く義を再認識しましたということで。いや、そうなんですよね。そこを帰民したんですよ。だから日本国籍に当然入れるべきであったのに、在日コリアンってね、なる存在を生み出してしまったわけですよね。だから在日コリアンの人たちがもちろん 100% 被害者なんで悪いわけじゃないんですけど、国が政策として、だからなんか在日特権がどうとかユーミリさんに対しても差別的なことを言ってる人たちがいっぱいいますけれども、そうじゃないんですよ。日本の戦後政策として、どうしてもね、国籍がない人たちっていうのが生み出されてしまったんですよ。だから、今につながるね、在日コリアンの人たちの差別問題につながっていくわけですよね。はい。だから全部日程の行いというか、戦後日本の含めた、その日本の政府側の問題が、悪いということですよね。はい。で、沖縄タイムズさんなんですが、死んでしまうと思いて以降、米軍基地内のトイレでの性的暴行事件、助けに入った女性従業員が証言ということで、沖縄本島中部の米軍基地内のトイレで20代の日本人女性に性的暴行を加え、助けに入った女性従業員の首を絞めて怪我を負わせたとして、不同意性交と傷害の罪に問われた凶悪犯罪だと思うんですけど、在沖米海兵隊1等兵の被告の、4回公判が1日那覇地裁で開かれ、女性従業員の証人喚問が行われ、私がいなければ被害はもっとひどかったと思うと証言したという。だから首を絞められてしまった人なんですけど、彼女が助けに入らなかった場合、本当にもっとひどいことをしていたであろうというような証言が出たわけですよね。小泉さんはね、これに対しても何も言ってないですね。はい。ノーコメントを貫くんだろうなと思いますね。はい。本当に。だからさ、辺野古の事故が重大な問題なのは事実ですけど、こういう事件って毎日のように報道されてて、で、それに対しても何のコメントもしない人たちが言ったことじゃないですよね。はい。特権などないし、そもそも日程の被害者です。はい、その通りですね。はい。いや、本当にね、ちなみに、だから、樺太から帰ってきた、アイヌ民族の樺太アイヌのね、人たちもいらっしゃるんですけど、彼らは30、40に差別を受けてたとも言われておりますね。はい。ヘズマ河合祐介出番だって。特権があるのは在沖米軍だけです。それなのに未だに彼らは、差別されている国家ぐるみで生み出したという差別構造ですよね。はい、その通りだと思います。だからね、沖縄の人たちに在沖米軍がやってることって本当ね、イスラエルがパレスチナにやってることと大して変わらないですからね。拷問、差別、暴力、ね、性暴力を含む暴力ですよね。虐待ですよね。はい。で、そんなね、アメリカ軍なんですけど、なんか日本から撤退してるんじゃないかっていう話がちょっと出たので、ちょっとこれ動画を見ていただきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。音声出るかな？実はもう米軍もですね、沖縄から撤収をするという、そんな論文までも出しています。これ3ページに入れましたけれども、アメリカのですね、海兵隊の幹部が、中国がまず戦争をするときは沖縄を標的にしますと。家族が多く住む嘉手納基地や家族住宅が初期段階で核攻の標的となる滑走路や司令部施設と不快なほど近い第一列島線に家族を同行すべきではないという、そんな話をしています。今日も朝1の飛行機に乗って、来たんですけども、アメリカ軍の家族連れがたくさん乗っていました。そしてキャンプ金座、家族住宅はもぬけの殻、ようやく少しずつ戻ってきているようですけど、小学校は廃校になります。つまり撤退が始まっているのではないかという、そういうこともあります。その数についても公表されなくなっているんですよね。米軍が何人沖縄にいるのかもわからない、そして家族がどれだけいるかもわからない形で今その議論をしているというところです。そしてアメリカ軍は勝手にいつの間にか家族を逃がしているという、我々にとっては非常に懸念材料です。はい。ちょっとね、びっくりする証言なんですけれども、失礼。こちらですね、陰謀論者の方ではありません。沖縄国際大学の前泊博盛教授でございます。前泊先生が、
今回ですね、参考人として招致されまして、実は米軍が沖縄から撤収しているという論文が出てます。海兵隊の幹部は中国が戦争するときは沖縄を標的にするので、家族が多く住むところはね、爆撃されるので、現地のね、沖縄の人たちが死のうと我々は知ったことではないけど、米海兵が死ぬのは嫌だということで、家族を逃がしているという。なんだこの話っていう。でもアメリカの行動としてはね、非常に分かりやすいですよね。彼らってその自分たち現地の人たちが死ぬのはどうでもいいけど、自分たちがの家族とか自分たちが死ぬのは死ぬほど嫌がると、分かりやすい帝国主義の軍隊なんですけど、そういうメンタリティの人たちなんで、沖縄にね住んでる方はもちろん家族を帯同させてる方とかも結構いらっしゃるんですけれども、キャンプ金沢の家族住宅が今もぬけの殻になってるというですねマジかよっていう話ですけど、マジみたいですね。いやーだから右翼の人たちは一生懸命アメリカ軍はね一連卓勝でね日本を守るためにここにいてくださるんだみたいなことを言っておりますけど、これは何なんですかね少なくとも国ぐるみでねなんとかしようという気はないのではないでしょうか。いや別に米軍自体が撤退するわけじゃないんだけどさ、確かにはい。聞きたくないなという気持ちと辛い人がいるのだからきちんと知らなくてはという、全然体調のね、いい時にね、まとめて聞いてくださればという感じでございますので大丈夫ですよ。アメリカはもう日本を見放したということかっていう、全面的に撤退したわけじゃないんだろうけども、いや、でもやばいですよね。アメリカ目線では中国が攻めてくる可能性はそれなりにあると考えていて、嘉手納基地とかに住んでると危険かもしれないのでさっさと家族は逃がしておこうみたいなことを在沖米軍はもう言い出してんのっていう怖いですよね。いやそう基本ね、その自分たちが良ければどうでもいい、もちろん白人以外の人種もいると思いますけど、アメリカ軍ってそういうメンタリティの人たちなんですよ。八王星さんコンカラスです。これはもしや高市さんの功績ではないか高市さんは在沖米軍を追い出すためにこんな辛抱遠慮をしたんですかいや手段を問わなすぎでしょ。はい。そもそも軍隊が人民を守ることはありえません。はい。それが沖縄戦の教訓ですね。軍隊の暴力は自国民に向かいました。基地内に孤立した方がいる、米軍根岸住宅地区は転換されたというふうに聞きました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。いや、マジかよっていう感じですけどね。でもマジなんだろうな。やっぱり国会に招致されてる参考人の方が言ってるので重みが違いますよね。はい。ということでですね。ただ、アメリカの名誉のために言っておくと、アメリカ人にもいろんな人がいます。基地負担はアメリカで伝えると、米国のジャーナリストが宮森の慰霊祭に参加し、祖父が出兵拾ったアルバムということで、慰霊祭にですね、この前、アメリカ人ジャーナリストのジャック・マクドナルドさんという方が、出席されたそうなんですけど、祖父が沖縄戦に出征された方だそうです。で、彼はですね、米オレゴン州を拠点に、ジャーナリズムの活動をしてらっしゃるそうなんですけど、さすがに沖縄の現状はひどすぎるということで、沖縄のために正義に基づいて何かを果たしたいということで、アメリカにですね現状を暴いて、できるだけ世論を盛り上げるように頑張るということを言ってくださってます。この事務所の上も時々ジェット機が低空飛行しているが、いつ落ちてもおかしくないだろう。まずは全国で基地をオーブンに負担していただきたい。児童が未だに事故の恐怖にさらされながら生活していることはこの上ない不条理である。責任者であるアメリカ人や米国の政府に私は訴えたいと思うということで、いやアメリカ人にもいろいろいるんだなという感じではあるんですけど、いやただこういう動きが出るまで80年かかってますからね、やっぱりアメリカの人たちだけに期待はできないし、日本側からもね、デニーさんは直接アメリカ議会に乗り込んだりしてますけれども、もっと圧力をかけていく必要があるよなと思いますね。中国の脅威を口実にね、そうですね、さっさと帰りたい人を返してるだけかもしれないですけどね。アジア系アメリカ人の方で沖縄に行かれた方がいらっしゃるとしたら、どのような気持ちでこれを見ているのか。実際黒人系とかアジア系のね、米兵の人がホルムズ海峡を今行ったりしてるみたいなんですけどね、どんな気持ちだったんでしょうね。
根岸の米軍居住地はうちの近所です。あ、そうなんですね。外から見ると米国風の立派なお家が建ってました。だからね、まあアメリカにも本当いろんな人がいるので、だからアメリカがまだね、民主主義国家としてかろうじて機能しているうちにこういうことを言っていかなきゃいけないですよね。在沖米軍基地には何の大義もありませんが、海兵隊など帝国主義的武力の先兵ですというですね。はい。そもそもなんでしょう。当たり前なんですけど、なんか神谷宗平さんっていう人はね、地政学的にあそこに置くのはしょうがないみたいなことを言ってたんですけど、それはあくまでアメリカの都合でしょって。あなたはアメリカの代弁をしてるから、なんかそれが当然のことかのように言っておりますけれども、まあ日本を防衛するための兵士ではありませんし、だから中国に対する牽制としては置かれてるだけなわけですよね。で、中国を牽制するのにたまたま沖縄本島が都合が良かっただけでしょ。何を言ってるんですかっていう。だからまあアメリカの代弁者をね、やってる日本の、日本のそういう政治家の人が山のようにいるんですけど、まあああいう人たちは愛国者ではないというのは、動画にしましたのでよかったらそちらをチェックしてください。お願いします。はい。ということでね。一方でですね、イスラエル軍によるガザ虐殺が始まってから、7月2日はですね、沖縄でいうところの、先ほど言ったようにですね、渡嘉敷住民の虐殺が起きた事件の日でもあったんですけど、イスラエル軍によるガザ虐殺が始まってから1000日目の日でもありました。未だ日々の空爆が続き、子供を狙ったイスラエル兵による狙撃が続いています。平和の日々の営みの大切さは我が身に降りかかったらようやく気がつくのでしょうか。ガザはシオニストの作り出す地獄の豪華に焼かれ続けていますということで、もう1000日も経つのかということなんですけどね。だから私がラジオを始めてすぐ虐殺が始まって、その後ずーっとまあパレスチナの話続けてるんですけれども、1000日も経ってしまったそうです。アメリカが軍事力を中南米にシフトしつつあるのと関係があるでしょう。ああ、なるほど。単にまあ兵力を移動させてるっていう話なのかもしれないですね、これはね。まあ未だによく今はね、詳細はわからないですけどね。日中は互いに脅威にならないという合意をさらに発展させる立場に立ち、沖縄台湾は平和な領域であることが望ましい。琉球港の平和をね、すべて保つっていうのは重要なことだと思います。台湾も含めて平和でなきゃいけないですよね。はい。ちょっとラドクリフさんに似てますよね。若い頃に似てる。日本の右派は米帝の手先ですと。地政学を理由にすれば何でもそれっぽく見えるのやめてほしい。もう1000日も経ってしまったんですね。はい。そしてまあアメリカなんですけど、アメリカ、イスラエルはエルサレムに米大使館を建設するため用地協定に署名したそうです。こちらは複数のパレスチナ人の家族が、所持している、ところなんですけど、イスラエルのギデオン・サール外相はイスラエルと米国の揺るぎない同盟関係は新たな節目を迎えつつある。まあ節目っていうかもう屈折してね、なんかぐちゃっと折れてる感じがするんですけど大丈夫なんですかね。はい。だからなんかアメリカでやってることは本当ちぐはぐですよね。一方で、まあネタニヤフと手を切りたがってるようなことをまあ言いながら、まあこういうことはね、せっせと進めているし、まあ結局大イスラエル構想みたいなのに協力する気は満々なんじゃないかっていう気がしますよね。はい。地政学は学問ではなく国際政治学において凶暴な帝国主義の本能を言語化した言説体系だっていうですね。まあ正直私あれ陰謀論に近いと思うんですよね。だって土地が近くにあったらなんかそれ名が発展してうんたらかんたらって何とでも言えるじゃないですか、そういうのって。私はちょっとインチキ学問の一種じゃないかなという気がしてるんですけど、あんまり地政学言ってる人はまともに取り合う気になれないですね。はい。ロシアのウクライナへの武力行使も1590日が、もう1500日超えちゃったんですね。いやー、いつになったら終わるんだという感じですけど、まあ、ただパレスチナの虐殺についてはね、イスラエルとアメリカに止める気があれば止められるはずなんですけど、イスラエルはパレスチナ人を管理されたシェルターに集める計画を数週間以内に開始するそうです。シェルター？イスラエルはハマスの支配外の地域にフェンスで囲まれた人道支援シェルターなるものにパレスチナ人を誘導する準備を進めており、外国軍による警備の下、自軍はガザの残りの地域への占領を深めていくと、ネタニヤフの支持派の新聞イスラエルハヨムが好意的に報じた。
この計画では非武装の民間人がラファ近郊の、スルタンにある最初のゾーンに誘導され、この地域はドロップサイトがイスラエルの組織的な破壊行為を記録した場所である。トランプ政権下の平和委員会の下で活動する多国籍軍 ISF は新たに建設された基地から展開し、ゾーンを警備する装備を整える。一方、イスラエル軍はイエローラインを越えた地域で支配を維持強化し続ける予定である。この軍のキャンプ基地はすでに建設済みであり、平和委員会はロジスティックスの倉庫の候補地を特定し始め、基盤工事が現在進行中であり、数週間以内の展開が予定されている。またなんかアパルトヘイトの上にアパルトヘイトみたいなことやるんですかね。実際イスラエルじゃねえ、アメリカのですね、トランプが作ったボードオブピース平和委員会っていうのがこうやって軍用車両を運び込む画像を載せているので、実際何かしようとしてるのは間違いないみたいなんですけど、ドロップサイトはちょっとね、陰謀論系メディアではもちろんないですが、先走った内容も多々あるので、今のところわからないです。今のところどこまで本当なのかわからないんですけれども、何かしようとしてるのは確実みたいですね。ボードオブピース側からもこういう発表があったので、はい。いやー、だからガザを平和にしようってそういう意味じゃないんですけど。はい。イスラエルはなんでこんな米国を手玉にできるのか。いやー、そりゃそれぐらい政府に食い込んでるからじゃないですか。だって統一教会だって目じゃないレベルでしょ。ありとあらゆるところにシオニストとかそれにつながってる勢力の人たちがお金を出したりとかね、米国企業の、中枢に食い込んだりしてるわけですから、もちろんイスラエルが全てアメリカを操ってるみたいなのは陰謀説の類だと思いますけど、離れられない程度には、縛り付けてるわけですよね。アメリカがイスラエル大国主義を切り捨てれば多くの問題解決に向かうんですけどね。ただそれを本当にね、やる気がないというか、自分の政治生命をかけてまでやるっていう人たちは、支配層にはいない、アメリカの支配層にはほとんどいないということですよね。アウシュビッツの間違いではないでしょうか。地政学という人は大半がダメだと思いますね。アメリカさんこんばんは。米国とイスラエル軍を一体化する準備が、それもね、少しずつ進んでいるというか、上院の判決で、米軍とイスラエル軍を法的にですね、同一化 しようみたいなね、法律が一応制定される予定ではあるんですけど、それもちょっと米軍とイスラエル軍を完全一体化するって言ったらちょっと言い過ぎで、そこまでの連携はまだ、する予定ではないそうですね。はい。なのでですね、アルジャジーラとかドロップサイトはちょっと強めに言うので、そのまま真に受けてはいけないところもあるんですけれども、ただ、イスラエルと米国が未だにこういう緊密な関係にあり、全然離れる気配がないっていうのは、事実だし、彼らが帝国主義的な目標でもって、パレスチナの人たちを抑圧してるっていうのもまた事実ですよね。はい。だからずっとジェノサイドを続けてるわけですからね。そう。だから、反ユダヤ主義と、だからユダヤ人の人たちが全部悪いって言ったらもちろん反ユダヤ主義なんですけど、シオニストの人たち、だからわからないじゃないですか。シオニズム系企業なのか、シオニズム系でない企業なのか、それとも中立的な企業であるのかってわからない、いわゆるイスラエル系企業っていうのがアメリカに山ほどあって、だからどこのスポンサーから切られるかわかんないから怖くて言えないみたいなのが、実態としてあるわけですよね。だからアメリカはアメリカでそのホロコーストの代償としてですね、イスラエル系の企業さんとかね、投資家の人たちに協力しましょうみたいなことをやったのは必ずしも不正義ではなかったのかもしれないですけど、でもその結果としてもイスラエルの関係者がね、山ほど支配層にいるみたいな状況になっちゃったわけですよね。どうにもなんないよな。平和じゃなくて平らにしようとしてるとしか思えませんね。ユダヤ資本家が裏で糸引いてるって言ったら、それはね、申し訳ないけど陰謀論だと思います。言い方がね。だからシオニストだ。あくまでもシオニズムか、シオニストか、その非シオニストかっていうのは、その外形から見たらわかんないので、反シオニズムのね、ユダヤ人の人たちってたくさんいるわけじゃないですか。だからそういう人たちがやってるわけではないんですよ。そういう人たちがやってるわけではないんだけど、APAC をはじめとしてね、イスラエル系のロビー会社があって、そこに誰がどういう風に金を出してるかってよくわかんないわけですよね、実際のところ。
だからね、全部ユダヤ系の人たちかって言ったらそんなこともないし、イスラエルに共感してるアメリカ人、まあ白人層が特に多いですよねの人たちも相当に食い込んでる、いわゆるクリスチャンシオニストの人たちだと思うんですけど、ですね、そういう人たちも相当に食い込んでいるので、まあ割とその関係は複雑だと思います。複雑なんだけど、ただアメリカの右派の人たちにイスラエルべったりな人がめちゃめちゃ多いっていうのは事実なんですよね。だからそこはやっぱ不分けして言った方がいいと思いますね。あくまでもイスラエルロビーの問題なので、はい。ユダヤ系の人たちの問題ではないですね。気分が悪くなったので一旦抜けましたが戻りますということですね。ありがとうございます。大国は全て帝国主義的ですし当たり前のことですが、それでも平和を目指すべきですね。はい。二国家解決の大原則を粘り強く訴えなければならないです。はい。だから陰謀系の参政党とかは絶対そのうちで、なんだ、自分たちを支援したどこだっけ、キリストの幕屋か。キリストの幕屋とか裏切ってね、反ユダヤとかの言い出しそうだからね、怖いんですよね、そういう意味でも。ネオナチ政党じゃないですか、そうなったら。はい。そう、米国はそう、イスラエル系のロビー活動がすごく活発なんですよね。だからその結果としてこうやって離れられなくなってるっていうところですね。ヨーロッパ追随の日本極右勢力が今後どうシオニストの対日工作に向き合うかが気になるところですね。口には出さないが緩い民族間の協力みたいなのは実情としてあるんでしょうね。はい。イスラエル批判からの反ユダヤ主義だけは避けなきゃいけないですね。まあ実際の例で言うと、こっそり隠れて、まあ超リベラルなユダヤ人の人で、まあアーティストの人で、まあこっそり隠れて、まあお金を送ってたような人もいるし、まあスティーブン・スピルバーグって言うんですけど、私あの人の映画普通に好きだったので結構ショックだったんだけど、まあそういう人がいる一方で、まあこっそりというか、まあこういう状況になってから、まあ反ネタニヤフとかを前面に出すようになって、まあ声を上げるようになってきたユダヤ系のセレブの人たちもいるし、まあもともとは仲良しだったりしたわけですよね。もともとは仲良しだったけど、まあガザ虐殺を機にさすがに黙ってられなくなって左右分裂してしまったとか、まあだからユダヤ系の人たちの間にも分裂を招いているので、何一ついいことはしてないのが今のイスラエルなんですけど、やっぱりその辺のなんかな、やっぱり民族の事情はな、やっぱり外部から見えにくいがゆえに陰謀論の対象にされたりするので、そこは本当気をつけた方がいいと思いますよね。シオニストの日本の漫画家、あいつは普通に大和の人でしょどうでもいいけど。ユダヤ人の歴史という書物が良かったですというですね。私ももうちょっとそういうの読まないとな。そう、キリストの脈屋はね、完全なシオニスト団体なんでね、普通に批判していいと思います。もちろん構成員はみんな日本人だと思うけど、基本。いや、信じられないよね。普通にミサイルに名前書いたりしてますからね。何なんだ、あいつらマジでっていう。まあ、ああいうアメリカ人の人たちは山ほどいるんで、はい。別にユダヤ系の人たちと何の関係もないけれども、イスラエル大好きみたいな人たちがね、やっぱいるわけでして、まあ、正直彼らが一番問題あると思います。まあ、トランプもそうです。トランプとか、まあ、息子のね、ジャレッド・クシュナーとかもそうですけど、いや、お前らイスラエルと何の関係もないやろみたいな感じなのにめっちゃシオニストなんですよね。はい。ということで、ちょっとすいません、長くなりましたが。イスラエルはですね、まあ、パレスチナ以外の人たちにも、何かやっています、シリアにおける民間入植を開始したことを公に認めました。これはゴラン高原の斜面にある国境を越えた場所に位置するアルハドロトハシャルルと呼ばれる、牛の牧場とされる形態をとっており、こちらはザ・ニューガードと呼ばれる民間組織によって運営されています。140頭の牛を配置し、電気柵を含む22キロの牛用フェンスを建設しましたと。まあ、これ、農場のような形態をとっているわけですけど、ゴラン高原でこれをの近くでこれをやってるので、まあ、事実上の入植ですよね。はい。だからまあシリアの領域にもまあこうやって足を運んでですね、勝手に住み始めているということで、いやー、だからこの拡大主義をなんとかしないとね、どうにもならないと思いますよね。はい。ただイスラエルは国策でもうこれをやってしまってるので、どうにも制御ができなくなってるのではないかというような話ですね。そうですね。有名人の親戚がイスラエルに住んでたりとかね、あるんですよね。こっそりお金送ってたりとかね。やめてくれよって感じですけどね。そう、単なる民族同士の連帯であったらよかったんですけど、そうではないんですよね。だから、ホロコーストに関しても、右から左までやっぱり様々な考え方の人がいて、
だからあのようなことが繰り返されないように武装してね、国を持って軍隊を持たなきゃいけないんだっていう、いわゆるシオニスト的な右翼の人たちと、いや、そうではなくて、差別やね、貧困、差別とかね、そういった人種の問題をなくしていかなきゃいけないんだっていう、左派の人たちの潮流があって、やっぱりずっと対立してたんだけど、まあ今回の件で決定的になったような感じですよね。うん。まあ日本人のイスラエルが好きな人はね、大体イデオロギーが金でしょ。はい。どっちかしかないと思いますね。入植者が現地の人の家に放火したり、そうやりたい放題やってますからね。やっぱ鶴屋さん、こんからです。反シオニストのイスラエル出身者セレブといえばナタリー・ポートマンですね。ナタリー・ポートマンってそこまで反シオニストだったっけまあ、かなりネタニヤフに関しては距離を取ってくれてるのは見知ってますけどね。あんまり真っ向から批判はしてなかった気がするけど。まあでもね、普通にイスラエルを支援してる人たちよりはだいぶマシですね。彼女はユダヤ系です。はい。そして、こちら痛ましいニュースなんですが、アルジャジーラが報じましたが、パレスチナのゴールキーパー、サリーム・アル・アシュカルさんという方がガザでイスラエル軍に射殺されました。5ヶ月前に結婚したばかりで、妻と初めての子を身ごもっている妻を残していってしまいました。パレスチナサッカー協会によると、23年10月以降、1000人以上のパレスチナ人アスリートが殺害されていますと。いやー、よく FIFA に出れますよね、こんなことしておいて。信じられねえなって思うんですけど、まあ FIFA はなんかね、パレスチナの人とね、イスラエルを対戦させようとか目論んでたらしくて、ふざけるにも程があるだろっていう感じなんですけど、まあやっぱトランプに平和賞を送るような奴らは何をやってもダメですね。はい。なので、まあ日本だとね、その回収の問題とか日本代表の問題だけがクローズアップされますけども、そもそもね、こういうことをしているのが FIFA ワールドカップだということですね。はい。はい。アシュカル選手の、哀悼を祈ります。ガザジェノサイドは1000日目に突入した。ガザ当局は必要な援助物資はわずか 25% しか検問所を通じて入ってきておらず、再び飢饉が訪れたと発表しています。ガザに届くすべての食料パッケージは1日1食の基準であり、平均的な5人家族を最大1週間養うのが精一杯だという。なのでですね、ここに来てまた食料封鎖をされているので、ガザの人たちがだんだん生活が苦しくなっているっていうような、まあ、しかも暑いですからね、今、ニュースも入ってきてます。で、ガザのろう者のコミュニティの存在は目を向けられ、声を聞かれ、支援されるべきものです。補聴器の一つ一つが人生を変えることができます。ろう者たちをどうか忘れないでください。この方はろう者のジャーナリストの、バッセム・アーハベルさんという方で、支援の必要な子どもたちも手話で訴えている映像が出ています。はい。だからね、もうちょっと余裕ができてくれば、こういう障害者コミュニティの方とかを支援したりとか、そういうこともできるようになってくるんで、やっぱり食料とかのね、供給を充実させるっていうのはね、今すぐに必要なことなんですけど、今すぐに。まあ、それをずっと言ってるのにね、なかなか実現しないわけですよね。いや、本当ね、イスラエルのこの執念は本当正直怖いですね。何が彼らをそこまでさせるのかという。まあ、ただね、大日本帝国はこういうことやってきたんでしょうね。植民地の人たちに対してね。まあ、それをリアルタイムで見せられている感じがしますね。そしてガザの子供アンワルが切断された自分の足に当ててこの手紙を書きました。親愛なる私の足へ、今日はあなたを目の前にしてこう伝えたいと思いました。私はあなたを失った時、悲しく弱く恥ずかしい気持ちになりました。なぜなら私の中の大事なものが欠けてしまい、他の人たちより劣っていると感じて何もできないと思ったからです。でも今日私は強くなりました。あなたを見るため自信を持ちます。外に出て物を売り、友達を作り、長距離を歩き出しました。両足の人にできないことをしています。あなたをとても愛しています。はい。ですね。まあ、だから、ガザのとかパレスチナのスポーツ選手の人たちの話で言うと、まあ、だから障害者スポーツが世界一強かったりするわけなんですよね。なんでなのかっていうと、そりゃね、だから、プロ選手の人たちが殺されたりとか、障害を持ったりとかしてるからですよね。はい。これを放置してていいのかっていう話ですけど、まあいいわけないと思いますね。はい。なので今後も訴えていこうと思います。で、最後に、先ほどの藤原良二さんなんですけど、7月17日、摂政ガザパレスチナ一人一人の日常が出版されます。2016年
観光のガザの空の下、それでも明日は来るし、人は生きる大幅化し、改変し、当時の取材の背景や、10月7日以降のパレスチナ、イスラエルなどの解説を加えたものです。ご一読加えると、幸いです。ガザ、パレスチナ、イスラエル、欧米における対ユダヤ観、今のイスラエルと日本の世界の経済界の関係など考えるきっかけにしていただけると嬉しいです。何よりそこに生きる人々の姿を重ねて見ていただければ幸いです。と、いうことでですね、欧米における対ユダヤ観、今ちょっと話題になりましたけども、についても藤原さん書いてくださってるそうなので、はい、ちょっと高いですけど、この本、おすすめさせていただきます。ちょっと私も2016年の作品を読んでないので、はい、どんな内容になるのかなと思いますが、パレスチナの話をですね、2002年頃からずっと取材、した内容をまとめてくださってるそうです。はい、ということでですね。だから本当はね、パレスチナには本当平和を願うだけじゃ足りなくて、アメリカとイスラエルの帝国主義をやめさせなきゃいけないですよね。だから本当ね、大日本帝国みたいなものを作った人間としてで、未だにイスラエルに協力してる、間接的に協力してるじゃないですか。だってね、私たちの年金が勝手に使われてますからね。はい。その国の人間としてすげえ責任を感じるんですけど、はい。少しでもですね、BDS のボイコットであったりとか、こういったですね、ですね、パレスチナ問題、シオニスト問題に、興味を持っていただければなと思います。はい、ということで、アメリカとイスラエル、パレスチナの話でした。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。国政だけでなく日本の地方自治体にもイスラエル政府が影響力を持ち始めてて怖い。イスラエル政府というか参政党とかを、経由してね、ああいうシオニスト的な勢力が力を持ち始めてるのかなっていう気がしますよね。怖いっすよね。本当ね、パレスチナ連帯運動がなかなか広がらなかったのはね、私も自分の力のなさというかね、悲しさを感じてしまうんですけど、北海道ってね、全国でもかなり、北海道パレスチナ医療奉仕団さんがいらっしゃるので、かなり盛んな方ではあるんですけど、それでもね、もうちょっとやっぱり広がるべきでしたよね。はい。ということでですね。ナタリー・ポットマンの声明なんですけど、BDS 運動を支持しているわけではなく、反ネタニヤフ、反占領、リベラルシオニズム寄りのちょっと立場かなという気がしますね。はい。ネタニヤフに関してはかなりはっきりと、2018年以前からね、彼女批判してくれてるので、そこはね、間違いなくリベラルな人だしね、もちろんネタニヤフを支持するような人ではないのは間違いないんですけれども、反ネタニヤフの人たちってイスラエルにもそれなりにいるんですけれども、だからといってね、そのパレスチナ連帯派というとね、そこはまた温度差があるわけですよね。はい。2018年にですね、ネタニヤフの当時も首相だったんですけど、暴力行為をめぐってイスラエルの授賞式をボイコットしたことは知られていますね。はい。近所のバーにパレスチナフラッグが飾られてて嬉しかったですということで、それは嬉しいですね。はい。そういう草の根の運動がね、やっぱりもうちょっと広がるだろうと思って、私もいろいろやって頑張ってきたつもりだったんですけど、思ったより広がらないなっていう、悲しいですね。はい。フラッグかけてるお店素敵です。ピンナ食堂さんもプログレスフラッグをかけてくれてました。ですね。あとちなみにイスラエルで
基本新パレスチナみたいな言動をした人たちって結構国外追放されたりしてるのでまあ、ポートマンはね、アメリカにいるからそれなりに自由だと思うんですけど、まあ、イスラエルの国内で言うのはね、彼らが別に悪い人たちだとかそういうことを言うのではなく、やっぱり相当難しいというところは頭に入れといた方がいいとは思いますね。そうなんですよね。結局、ポートマンに限った話じゃなくて、リベラル系のセレブの人たちってね、イスラエルの支持を基本的にした上でネタニヤフが悪いって言い方する人がとても多いので、そこは違うんだよなーっていう。ネタニヤフがいなかった時代にも同じことしてますからね。はい。そこはやっぱり根本的な批判ではないと思います。まあそこはね、我が国の中道系の人たちにも言える、まあ問題なんで、ポートマンさん一人が悪いわけではないですね。逆にそう、マーク・ラファローは本当にすごいですよ。彼はユダヤ系ではないけど、まあかなり振り切ってますよね。で、あれで仕事なくならないのもすごいですし、ただまあ白人男性なので、まあそこのアドバンテージはあるんでしょうけどね。はい。まあね、本当のラファローがいなかったら私、アベンジャーズとかも全部捨ててたと思うんですけど、グッズとか言ってくれてよかったと思いました。はい。ということで、ちょっと最後話それましたが、ということで、ハリウッドはもうちょっと、新パレスチナに、動いてください。お願いだから。はい。まあ、少しずつね、そういうセレブリティの人たちの中にも、ね、明確に、パレスチナ擁護の動きをしてくれる人たちは増えているとは思いますね。はい。ちゅうことで最後になったんですけど、すいません。ちょっと、もしかしたらこの話題を待ってた人もいるかもしれないんですけど、ちょっと橋本愛さんの話に触れざるを得ないので触れていきたいと思います。閲覧、ちょっとハラスメントとか、セクシャルハラスメントとか、パワーハラスメントとかの話をするのでご注意ください。俳優の佐藤二朗さんが橋本愛さんへのハラスメントを文春に報道されました。指揮者は俳優の人権を守るドラマの制作、現場改革が必要ということでフジテレビ側の問題を指摘しています。ドラマ夫婦別姓刑事の撮影で佐藤二朗さんが橋本愛さんの楽屋を訪れ役者をやるべきではないなどと発言をしたと報道されています。専門家はフジテレビ側の問題を指摘し、二次加害やバッシングが広がっている現状に危機感を示しましたということで、いや、カラソワラジオでも実は名前が出ていた夫婦別姓刑事、フジテレビがやる、しかも秋元康の原作でやるということで、ろくな内容ではないのではないかという、まあ話も出ていたんですけど、まあ内容以前のこれ問題ですよね。内容はちょっと正直見てなかったので知らないんですけど、まあ内容以前の問題としてですね、主演俳優であった佐藤さんが、橋本さんに対してハラスメントを行ったという事件が判明したと。では、最初これだから文春、いわゆるだから文春の煽り報道がまあ元だったので、これがまたひどいんだけど、まあこんな感じなんですよね。橋本さんが号泣した佐藤の爆弾ハラスメント、彼女の楽屋に乗り込みみたいな話をしていて、で、文春がこうやって煽ったせいで、これ本当に今回文春悪いと思うんですけど、反省していただきたいですね。だから、まるでセクハラ行為が、主眼であるかのような報道がなされたんですよ。で、これに、まあ、佐藤さん側が激怒して、私はそんなことしてないという、まあ、話になってしまったんですけど、IBS さん、ここからです。だからね、これは本当文春の煽り方が悪いと思います。で、有料記事でね、またこの、ヘッドラインのとこしか見せていないので、それはね、佐藤さんがセクハラ行為に至ったのが原因であったというふうに誤解されても仕方ないと思うんですけど、ただ、セクハラは確かに誤解なんだけど、パワハラは誤解ではありません。はい。佐藤さんの所属事務所が、報道各社に向けて、まあ、文春オンラインに対して反論する内容のコメントを出したんですよ。で、まあ、私、だから、佐藤側にもそれなりに言い分があるんだろうなと、これを読むまでは思ってたんですけど、ないですね。まあ、橋本さんが、過去のセクハラによって身体接触の制限があると知らされてなかったことが、まあ、問題のきっかけではあったんですけれども、だから、佐藤さんの身体接触が問題となったわけではありません。そこはね、ほんと誤解してる人多いんですけど、そういう問題じゃないんですよ。で、そういう問題じゃなくて、
だからそういったことが橋本さん側の事情としてあるにもかかわらずあったということを佐藤さんのマネージャーと担当のプロデューサーが知っていたにもかかわらず佐藤に共有する必要があるのかという話があり、佐藤の芝居に制限がかけない方がいいのではないかとプロデューサーと話をし、最終的には佐藤さんには橋本氏の事情については伝えないことになりました。この判断が完全に間違ってるだろ。伝えるべきでしょ、これは。知ってたんでしょ、あなたたちっていう。だから佐藤二朗さんに対して橋本さん側の事情がきちんと共有されてなかった。これはフジテレビと、佐藤さんのマネージャーが完全に悪いと思います。で、そういった問題があった上で、ですね、佐藤さんが、橋本氏を、いたわる意味を込めて橋本氏の楽屋を訪れ、3人が在室する状況の中、橋本さんの演技は素晴らしかったと。そして過去の心の傷は最大限尊重されるべき社会だと思うが、トラウマがあって夫婦役を演じるなら先に状況を相手に共有すべきことであること。だからそれも橋本さん本人に言うことじゃなくてプロデューサーに言うことだし、その状況が続くなら俳優を続けるべきではないのではないかということで僕個人も思いますと伝えましたと。で、この後橋本さんは佐藤さんが退出するときも笑顔でした。だからなんだっつんだよいや、これ完全にパワハラですよね。だからわざわざ橋本さんのそのトラウマの話を突っ込んだ上に俳優を続けるべきではないみたいなことをわざわざ説教しに行ったんですよ、楽屋に。いやこれはちょっと擁護しようがないですよね。はい。で、これがこれがきっかけで、橋本さんが体調不良になってしまって、揉めるという結果になったという話ですね。だからもうこれで佐藤さんを擁護する要因ってないと思うんですよ。だってこれ佐藤さん側の弁明なんですよ。しつこく言うけど、オリコンニュースに載ってる佐藤二朗さんの所属事務所側の弁明として、こうしたことが事実であって、セクシャルハラスメントなどはございませんでしたみたいなの説明としてこれが書かれてるんですよ。いや、セクシャルハラスメントじゃないけど、パワーハラスメントでしょっていう。どう考えてもモラハラ、パワハラの類の行為をしてるでしょ。だからこれで擁護してるっていうのは私にはちょっと理解不能なんですけどね。自分で自白してるじゃないですか。私はやりましたって。はい。いや、もう本当にひどいですね。なんか登場人物、橋本さん以外の登場人物の全員の人権意識が低すぎるんですよ。で、全部ずれてるし、で、完全にね、パワーハラスメント、ルールハラスメントで、人のトラウマの話を言った上に、そんなの抱えてんなら俳優やめちまえみたいなことを言ったというのに、それをハラスメントではないって言い張ってるんですよね。違うでしょ、ハラスメントでしょ。いや、唐突に同僚がお前仕事向いてねえよ、やめたらって、しかも先輩から言われるんですよ。おかしいだろ。それが問題にならない方が不思議だと思いますけどね。そしてそうなんですよ。そしてですね、佐藤さんがさらに悪いことに X などにこういうポストを連続でしていて、もちろん偏った記事とは思っていましたが、ステレオタイプのか弱い若い女性と典型的な昭和のパワハラ親父を完全に創作しています。最大級の注意や警戒が必要と警戒していた僕がそんな態度を取れるわけがありません。自分の身を守るためにも嘘はやめてください。嘘はやめてください。そんなことは私はしていないとは言ってるんですけど、してるじゃん。事務所側の声明だぞ、これ。オリコンニュースだぞ。文春には確かに書いてないよ。文春には確かに書いてないことだけど、文春には書いてないことを、だからオリコンニュースの側であなたは事務所の声明として出してるでしょ。ね、まさか事務所の声明に目通してないってことないですよね。だから意味がわからないんですよね。だから自分のやったことはパワハラだと認識できてない典型的な昭和とは言わないけどパワハラおじさんなんですよ。なのにパワハラおじさんではないって私は言ってるんですよね。いやー、意味がわからねえ。理解できない。全く理解できないんですが、これに対してだから、橋本愛はですね、この人だとよくて佐藤二朗だとハラスメントだと言ってるってマジって、だから他の俳優さんに対しては言わないくせに橋本が悪いだろうみたいなクソリップが殺到しています。はい。人格が否定したり仕事を辞めろと脅したり正義感とは一体何なんでしょうか。一方的な情報だけでどっちが正しいとか悪いとかまだ何もわからないんだから冷静になりましょう。いや、何もわからないはちょっと言い過ぎで、この情報だけを見ると佐藤さんが
悪いんだけどはい。まあ、事務所の側がね、ちゃんと正しいことを書いてるのかはわかんないですからね。はい。傷つけやすい人は SNS は向いてないというのは逆で、傷つける人が SNS を向いてないんです。傷つけやすい人はネットから離れてくださいということで、はい。まあだからネット誹謗中傷のね、に一番詳しいといえば被害者でもあるスマイリー菊池さんなんですけど、そりゃそうだよね。だから佐藤二郎さんがかわいそうみたいなね、べらぼうで共演した人たちはどうなんだみたいなことを延々とだから橋本愛さんのインスタとかにクソリプをつけてる人たちが大量に出てきてるんですけど、いやこれどう責任取ったらいいですかね、フジテレビと佐藤事務所は。いやー、もう収集不可能な状況じゃないかと思うんですけどね。自己弁護として堂々とパワハラしましたっていうのすごいですよね。いや、すごいと思います。だから佐藤さんの事務所とか、プロデューサーとかマネージャーとか、佐藤さん本人とか周りの人間は誰もそれをパワハラだと思ってないんですよ。でもこれ文章で書かれてたらどう考えてもパワハラなんだけど、この事実が違うってことなのかなって思っちゃいますよね。確かにスマイリー菊池さんの言う通り、これ事務所の声明だからといって、これが私たちの想像するそのパワハラ的な会話だという証拠はまだありません。警察とか第三者委員会の捜査があったわけじゃないので、だから確定的事実ではないけれども、だからといってね、ちょっとありえないですよね。これで佐藤さんじゃなくて橋本さんの方に批判が殺到するっていうのは意味がわからないと思いますね。いやー、まあなんかね、ほんと陰謀説を捉えたくありますよね。文春を攻撃するためにやっているの。でも、ことの発端は文春の、だからこのミスリーディングなね、セクハラ行為があったかのような、まあ一文ですからね、それは良くなかったと思います。明らかに良くなかったし、だからこの記事をね、何回も文春は連発してて、だからまるで橋本さんがセクハラされて泣いたかのようなことを言ってるわけですよね。それは事実ではないです。はい。本人とアンフェのメンツが犬笛吹いてて中傷まみれですね。いやでも本当ね、リューチェルさんとか木村さんのケースを思い出すから怖いんですよね。橋本さん大丈夫なのかな。なんかね、安全な場所にいてくれるといいんですけどね。弱い生意気な対象に自分の優位性を示したいという人たちの群れなのではないでしょうか。いやでも本当にね、それは本当なんて言うんでしょうかね。まあハラスメントをする人たちのね典型的な行動ですよね。体罰擁護界隈、パワハラ擁護界隈、差別容認系リベラル、人権が守られる社会は遠いっていや本当だわ。夫婦別姓なんたらというドラマ、フジテレビ系列です。はい、そうです。秋元康脚本です。中井正宏の件から何も進歩してないのではないでしょうか。まあ、フジテレビは今回、佐藤二郎さんを非難する文脈で声明を出してるんで、まあそこはね、最低限のラインは間違ってないんだけど、多分佐藤さんの事務所と話し合いをちゃんとせずに、そういう発表を一方的にしてるから、まあ自己保身に走ってますよね。だからまたミスってるんですよね、対応。1年前も同じようなことをやってたけど。ですね、野木明子先生の話ですが、俳優バッシングがあまりに過熱しています。一俳優が追うべきでないことまで非難されているのは見てられません。だから、まあ、佐藤さんへの誹謗中傷も抑えましょうねって気持ちはわかるけどという意味でですね、乃木さん書かれていらっしゃるんですけど、それらの内容はある程度事実だと勘案した上での話で、文春に書かれていることを男性俳優佐藤さんは否定していますし、私はジャッジする立場にはありません。トラウマという言葉が先行しているせいで話がこじれていますが、トラウマは関係なく、台本にないアドリブでの身体接触は事前に言ってほしいと役者が言うのは現代において全く珍しい話ではありません。ドラマや映画において夫婦だから接触しないといけないかというと、それは作品の解釈と設定次第で、台本にないアドリブなのであれば、その接触が本当に必要かどうかをジャッジするのは演出の要分です。役者のアドリブを優先するとしたら、1回目はともかく共演相手から意見を受けたら対応が必要で、双方の芝居の許容範囲を探って現場をまとめるのは演出とプロデューサーの仕事で、接触禁止ではなく、肩と腕は OK で他は相談となったのだし、肩と腕以外の接触は事前に相談する程度のレギュレーションで女優失格だと橋本さんに対して佐藤さんが言ったとしたら、世界中の多くの女優は失格になってしまうはずです。レギュレーションがなくても体に触っていいか事前に相手に確認する男性俳優もたくさんいらっしゃいますし、そこはまあジェンダー関係ないはずですと。まあ当たり前の話ですよね。っていうか、その人権意識をちゃんと持って、そのお芝居に取り組んでる人たちの方には、割とその最近は、まあ、
次第にね、業界のルール化しつつあるようなことを、日本のその、マネージャーとかプロデューサーとか男性俳優の人たちは全く分かってなくて、だから橋本さんがあたかも不当な要求をしているかのようにフレーミングしちゃってるわけですよね。これは個人の感想ですが、返す返すもクランクイン側前に番組側が NG 項目を伝えてあげていればよかった。芝居の制約がどうのこうのなんてプロの俳優に対してかえって失礼だったのではないでしょうかと思いました。番組側も理由があっての判断だったのでしょうし、外側からは何が正解だったのか分かりませんが、プロデューサー、フジテレビサイドとね、マネージャーサイドの責任は非常に重いですよね。はい。って思うんですけどね。だから橋本さんはただの被害者でしょ。って思うんだけど、なんでそういう見解にならないんですかね、皆さん。私は理解できません。はい。今回のフジテレビは前回とかに比べると、マシな判断をしてはいますね。ただ、自己保身的で、自分のたちの責任はあまり認めてない。あくまで佐藤さんと佐藤さんのマネジメント側が悪いみたいな、感じではありますよね。そう。で、先にちょっとコメント見ますか。インティマシーコーディネーターの話ね。その現場に入ってね、そういう身体接触とか、そういったセクシャルハラスメントとかがないように確認する、担当の人たちっていうのがいる、お仕事の人たちがいるんですけど、インティマシーコーディネーターの一番の役割は、権力勾配になる2社間の橋渡しをし、撮影から、不安材料を取り除くことだと考える。それは性的描写の有無に関わらず必要な役割のはず。力のある側が権力勾配に無自覚なことが多いという話はたびたび聞いていたが、ここ数日で改めてなるほどと実感していると、いうことでですね。だからインティマシーコーディネーターを入れるのは当たり前だみたいな価値観の私みたいな人間からすると、何を言ってんだこいつらっていう感じになるんだけど、なんかこういう職業があるっていうことさえ知らない人たちが、それなりにいるんでしょうね。はい。共産党の影を感じた東郷優子様で佐藤さんの支持を表明してる。いや、でもそういう人たちって根本的には佐藤二朗さんにとって迷惑な存在だと思いますけどね。いや、銀河の一票って素敵なドラマを生んだ陰でこのありさまって。富士もなんか制作現場とそういうプロデューサーとか、企業サイドの人たちは割れてる気がしますけどね。松岡宗志さんなんですけど、橋本愛さんが一番こうした事態になることを望んでいないのではないかと思うけれども、本人への二次加害や誹謗中傷が多すぎてゾッとします。別の俳優との接触シーンを取り上げて、この人とは良かったじゃないかとか、夫婦役なのにこれぐらいでトラウマとかみたいな投稿ばかりで、身体に触れることというより事前に知らされていない接触が問題なのは明らか。確かに佐藤さんも接触の制約などを事前について伝えられていなかったという点は制作の問題として考慮されるべきだけど、とはいえその後プロデューサーも含めて身体接触の配慮を求められた佐藤さんが突然橋本さんの楽屋に押しかけ、他のスタッフを退出させ2人きりになろうとして、あなたは役者をやるべきではないと迫ったことはハラスメントでしょう。佐藤さんの剣幕は相当なものだったとか、佐藤さんの退出後に、橋本さんは号泣したとも書かれていて、力関係があることは明白です。顎に触ったことの是非には矮小化されているけど、総合的に考えて深刻なハラスメントではないかと思いますと。この辺の描写はね、佐藤側の声明では書かれてないことなんで分からないんですけど、まだ事実かどうかは分かりません。まだ事実かどうかは分からないんですけど、こういう事実がなかったとしてもハラスメントでしょって思いますよね。佐藤さん側の声明だけでハラスメントなんですよ。なので、事件自体は当事者間の問題として解決されるべきですけど、報道に対する世間の矮小化と橋本さんへの誹謗中傷が激化しているのは社会問題として捉えるべきだと思いますと、いうことですね。はい。ケイドさんがおからすです。俳優さんがインティマシーコーディネーターをつけてほしいと頼んでも、あえて断るような映画監督も奔放にはおります。そうなんですよね。だから人権意識がもうなんか血の底みたいなレベルの人がいっぱいいるんですよね。佐藤二朗は単独記事だけでは赤旗に3回乗ってる上に初出演の時から記事がある。そう。だから共産党に近しいかって言ったら佐藤二朗さんの方が問題だしょっていう話なんですよね。どっちかというとそのはずなんですけど、なんかそういう批判が全く出ないのが謎ですよね。はい。あと、トランスヘイターの人たちはね、過去に橋本愛さんをいじめた経歴があるのでですね、今回、乗っかってる人たちは反省してください。はい。よろしくお願いします。で、なんかわけわからんインフルエンサーの人たちが次々とこの件をまとめてるんですけど、なんかこの人ね、もともと NHK の関係者だったと自称している人なので、わざと取り上げるんですが、
深刻なハラスメントだと、認定されたという、これで男性恐怖症なんだと揶揄される投稿は3万いいねを超えており、選択的トラウマという辛辣な言い方じゃなくて差別だと思いますけど、少数だがどっちが悪いかではなくテレビ局側の制作管理の問題だという、声もあり、私は佐藤二郎さんに同情していると。で、なんかいろいろ書いてあるんですけど、NHK は今や多様性ヤクザが跋扈しているから、この手の事案に対してはどうしても多様性側に傾きやすいのである。多様性ヤクザって何っていう話なんですけど、非常に率直に表現すると橋本愛はめんどくさいやつだと私は感じた。しかしめんどくさいやつが大勢いても現場は回ってきた。それは良い作品が作るという表現に対するビジョンをチーム全体で共有できていたからだと思う。多少のわがままはこの一点さえ揃えば飲み込めるのが制作現場だったというものであると。自己都合で表現に制約を設けながらそれを共演者やチームに事前開示しないというのは職業倫理として信頼関係の構築を放棄しているにしようとし、だからそれはプロデューサー側がやったことだっていうのって話なんですが、後出しじゃんけんに近い形で加害者の立場に置かれたばかりが芝居にも大義に制約に受けて佐藤二郎は気の毒でしかない。橋本側にすればフジテレビ側に委ねたということかもしれないが、クランクイン前に佐藤側に事情を説明することが筋であろうと。私の周辺の業界関係者 NHK 民放は、今のところ揃いも揃って橋本さんがおかしいというスタッフであり、ですね、多様性を立てる人に配慮しろと暴れ回る現状をノートでも伝えてきたが、まさかタレントでもこんなことがあるなんておかしいというですね、ポリコレが全て悪いみたいな。マジで言ってんのって私の周辺の業界関係者ってこの人が勝手に言ってるだけだから嘘かもしれないですよ。嘘だと思って言っていただきたいけど、マジでこんなこと言ってる人たちがいるんですかね。恐ろしい話ですよね。だってこの人もともと本当に NHK の関係者だったらしいんで、いやーちょっと信じられないなと思います。はい。こんな見方をする人がね、たくさんいるんだったら、そりゃ橋本さん被害者の側をバッシングする人が後立たないですよね。はい。一刻も早く佐藤二郎からスマホを取り上げた方がいい。いや、事務所の人たちは本当にそうした方がいいと思いますよ。はい。赤旗に出た佐藤対パワハラ被害者の構図で被害者が共産党認定されるのはおかしいだろうってミラーリングでしょ。自分たちが反多様性ヤクザなので見えるはずがない幻影が見えている。なるほど。それはあるかもしれないですね。橋本愛さんでもともと選択的夫婦別姓の推進や LGBTQ+ の権利擁護に熱心だから拡張性のネオトイや、カルトの恨みを買っていたという。はい。トランスジェンダーバッシングの時もね、叩かれてましたからね、彼女ね。はい。皆さん知ってると思いますけど。はい。ディープステートポリティカルコレクトです。ね、YouTuber の長谷川良品さんが呆れてさすがに言ってるんですけど、この方は元 NHK の職員らしいから遠慮なく指摘してやるが何を言ってるんだろうか。自己都合で表現に制約を設けるという意思表示と、自己都合で脚本とがきにはない表現を拡大解釈アドリブして不意に実行する自尊心は規定の表現の再設計という意味で同じベクトルなんだけど、共に自己都合である。なぜ橋本さんの自己都合だけが攻めが負うのか謎すぎると。橋本愛さんの過去の登場作品や、指定作品の着信を開け連ね、これこの人のボディタッチなら許されるのかゲームが始まっていてうんざりすると。デンゼル・ワシントンは本人が良いというわけでしょうし、大河ドラマベラボーなど明らかにと書きで書いてあるでしょうと。そもそも論点はそこではなく、問題は俳優を続けるべきではないのではないかと佐藤氏が橋本氏に対して口にしたことですと。これはキャリアの否定に当たります。さらに言うと、フジテレビも声明で厳重追与したことが事実であるとした上で、それは男性俳優側が女性俳優側の方に触れたことに対する注意ではなく、あくまで男性俳優が発した言葉を問題視してのステートメントに記されているわけで、やはり問題は発言自体にあるという。当然だと思うんですけど、そういう整理ですよね。そもそもでも佐藤さんの発言と行為、楽屋に押し付けてそういうことを言ったっていう行為自体がハラスメントだと認知できないから、おかしなことになってしまってる。なんかセクハラをね、拡大解釈されたんだろうみたいな話になってしまってるわけですけど、それは全く事実に反しますよね。で、文春がやっぱりミスリーディングなこういうね、女性差別的な見出しを作ったことにより騒動がおかしくなった。まるで性的加害があったかのようにセンセーショナルに煽りすぎたがゆえ、争点がスライドしたことで落差が生じ、いや、方法を触っただけじゃないかと反発を招き、その怒りが橋本さんの方に向かった。しかもこの爆弾というのはおそらく佐藤氏が出演した映画爆弾にかけたものであり、いくらなんでも悪ふざけが過ぎると。だから文春はね、本当正直佐藤さん側に訴えられてもしょうがないと思います。早苗東君とかの件で応援してましたけれども、
でたまにこういうことをやらかすから、まあ、信用を失ってきたわけですよね。はい。やっぱり芸能関係だとですね、こういう記事が結構未だに多いので、残念なことなんですけども、まあだから今回はそのメディアスクラムというか、メディアのそういう一方的な報道の仕方とか、いろんなもんが重なってこういう結果になってしまったかなというところですね。はい。まあそうですね。だからハラスメントし放題したいみたいな人たちにとっては、社会が進歩することって不都合なんでしょうね。まあそれは本当分かりやすいですよね。はい。なるほどなというですね。まあだからこの人はまあだからお金稼ぎのためにこういうわざわざ長い長文のノートみたいな投稿みたいなのを書いてるんですけど、まあ長谷川さんはねずっと YouTube でまあ彼は別に反差別でも左翼でも何でもないので私と意見が違うところもいっぱいありますけどなんでしょうかといってね、やっぱりそのメディアのリテラシーがあって、平等にものを見ていることができれば、まあ、こういう見方になるはずなんですけれども、なんで受け入れられないのかなっていう。長谷川さんレベルの見解でさえ、みんな受け入れられない。橋本が悪いみたいになってるのがですね、謎としか言いようがないっすね。はい。ちゅうことでですね。最後にですね、まあ、星七尾さんのコメントで最後終わりにしたいんですけど、X は想像以上になんでパートナーや恋人とはセックスするくせに電車で痴漢されるのは嫌なんだという思想の持ち主が多かったです。はい。ということで、橋本愛さんというよりは、佐藤二郎問題でございました。はい。ちょっとお水飲ませてください。最後にちょっと、抵抗運動等の話をしてまた終わりにしたいと思います。はい、失礼しました。早苗トークン問題は例の詐欺師があまりに信用ならない松井健だったせいで赤旗や東京新聞のようなことすらまともに調査できなかった。結果エビデンスとか気にしない週刊誌が飛びついた。まあそれはあるでしょうね。文春はね最初だから週刊現代さんも批判してましたけど松井健さんの言うことを鵜呑みにして結構彼の言うことをそのまま報道してたんですよ。確かに LINE とか映像とかのがっつりした証拠があったからでしょうけど、まあ、そこで面白おかしく報道した結果、まあ、松井さんの思うようにね結構ことが進んでしまって、肝心のね早苗トークンが、まあ、金融取引法その他の問題に、めちゃめちゃ違反してるっていうところにフォーカスが当たりにくくなったわけですね。だから現代はいや文春のああいう報道の仕方はね間違ってたんじゃないかっていうようなことも言ってるわけですね。はい。ですね、荻野喜一郎氏は元メディア関係者という肩書きを使い、既存メディア批判裏側的な暴露をしている人。なるほど。変更報道の作者か。はい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 。これもなんかね、とんでも映画なんですよね。私あんまりちょっと見てないんですけど、ですね、コメントありがとうございます。これかな？事実を放送できない報道局の真実はこちら X っていうような、なんかこれをだからですね、まあ鳥居みゆきさんなどが主演しているんですけれども、まあめちゃめちゃね右側の人たちが好きそうな内容みたいな、感じで知られてるんですけど、これの監督なんだ。ありがとうございます。はい。アンナ A さん、ここからです。今来ました。今日とんでもないドラマが始まっていたことを知りました。夫婦と16歳、狂気の輪、辞任16歳美少女の61歳おばさん広告の文言でをとにかく辞任ミームとして使いまくりというか作品そのものが辞任ミーム。そうなの
いや、っていうかタイトルがひでえな。それなんか一発というか、その1話完結とかじゃなくて、あれですか、連続ドラマとして開始したんですか？荻野金四郎さんは N 国支持者なんですね。あ、なるほど。ありがとうございます。補足ありがとうございます。そんなんばっかりだな、なんか。本当だ。なんか BS テレ東で始まってる。あ、なんか、これサムネイルをだけなんかチラッと見たような気がするな。すいません。私ちゃんとキャッチできてなかったですね。でもこれ1話だけなんじゃないですか？ちょっと待ってくださいね。今、なんか、そのまま載せたら危険なようなちょっと気がするから、どの情報を載せればいいかちょっと考えているので、はい。なんかテレ東の広告を出せば、広告っていうかテレ東プラスの記事を出せばいいかな。あ、でも本当だ。なんか、これ、毎週木曜深夜24時30分から、スタートっていう風に書いてますね。いやー、っていうかタイトル自体これ放送禁止用語じゃないのこれ。なんか全てにおいてひどいんですけど、絵面もひどいし、タイトルもひどいし。なんかこのワード使っていいの？差別用語じゃないんですかこれ。って私は思ってたんだけど、もうなんとも言えねえな。テレ東なんですね。恐ろしい世の中になってしまった。まあこれはやるし、なんかね、なんだ、夫婦別姓でかはこんな感じになっちゃうしみたいな。いやー、勘弁してほしいですね。連続ドラマなんですね。ありがとうございます。これはジャンプラで連載している漫画が原作のやつです。そっか、それなら完全にそうですね。最悪ですね。辞任ミームそのまんま使ってる感じの漫画が原作なんだ。いや、でも本当これ、そう、今ね、書いてくれてますけれどもね、それ放送禁止用語じゃないですか？ダメ、テレビコードに引っかからないんだ。まあ映画とかだと確かに許されてるケースはあったけど、なんかありとあらゆるって意味でひでえな。これエイジズムだし、ルッキズムだし、なんかありとあらゆる差別が詰まってる感じがしますよね、これ。まあトランスジェンダーとか LGBTQ+ の人たちに直接関係ある内容では全くないと思うんですけど、はい。いやー、ひでえな。ひどい。としか言いようがないけど、年齢で差別するのも差別ですからね、当たり前ですけどね。年齢とかで差別するのもね、良くないですからね、当たり前ですけどね。だから別にいいじゃん。お互い認め合ってんだったら別にいや、確かに権力関係を利用して、なんかまあめちゃめちゃね、年いった人が、まあ、年いったお金持ちの人がね、若い人と結婚するみたいな、世界中にまあ、権力者あるあるじゃないですか。そういうのはね、良くないと思いますよ。そういうのは良くないと思うけど、それは、絶対的な権力関係を背景にして無理やり関係を持つみたいなのが良くないのであって、年齢自体が否定されるべき要素だというわけではないですからね。そこを誤解しちゃいけないと思うんだけど。いやー、ひでえな、マジで。はい。何がね、多様性ヤクザやっていう感じですよね。そんな力ないよな。差別ミームと際どい表現の区別がついていないのではないでしょうか。なんか新しいアニメでもヤニネコというサムネから紙タバコ吸ってるやつが始まっています。あれアニメ化するんだ。あれなんかそれツイッターで連載してたやつですよね。タバコ吸ってる猫の話。差別用語を使わない差別表現なのだと。いや、でもこれは差別用語だと思うんですよ。ここの部分は。ただね、このサムネイルとか自体は、まあ、一見その差別用語とか使ってないように見せかけて、もう思いっきりめちゃめちゃ女性差別も混じってる。女性差別も入ってるし、まあ、年齢差別も入ってるし、ルッキズムも入ってるし、いろんなね、差別がてんこ盛りになってる感じがすごいですよね。ここまでひどい絵面を作るのって逆に難しい気がするんですけど。テレ東はすげえな。はい。逆に感心してしまった。なんかもう、なんか戦う敵がどんどん増えていくな。多様性ヤクザなるものは私たちは巨大な敵と戦っているという、そうですね、陰謀的発想そのものだと思いますよ。私、ひまそらあかねさんに対してもずっとそう言ってるし、
だから自分たちはなんか巨大な何かグループと戦ってるんだみたいな発想は、それは陰謀論だからやめなさいよって。今もさっきも言ったけど、その APAC とか、そのシオニズムロビーの存在自体は事実だけど、そのユダヤ系の人たちがみんな共謀してるみたいなこと言ったら、それは陰謀説ですよ。実態がないわけですから。だからやっぱり事実に基づいて言わないと、簡単にね、陰謀論に人間って、ね、認識が走ってしまうので、そこ最大限気をつけないとね、特にこういう時代ですから、ダメだと思うんですけど、だから右翼系の人たちはもう歯止めが効かなくなってんじゃないかなという感じがしますけどね。はい。漫画だとジニウンヌの単語は一切出てこない。あ、そうなんだ。それは失礼しました。原作からしてそうだということではないそうです。はい。失礼いたしました。誤認してました。そうなんだ。いやー、余計ひどいな。ってことは、テレビ側の脚色だということですね。はい。なんか疲れてきた。ということでですね。最後なんですけれども、まあなんかこのまま終わるとね、みんなうんざりどんよりした気持ちでね、金曜を終えてしまうことになると思うので、まあ最後にね、ちょっと、詩など、朗読しながら終わりたいと思います。空と風と星と死ということで、死ぬ日まで天を仰ぎ、一点の恥じることもないことを、範囲に起きる風にさえ私は思い患った。星を歌う心で全ての絶え入るものを愛おしまねば、そして私に与えられた道を歩いていかねば。今夜も星が風にかすれて泣いているということで、ユンドンジュさんという方の詩らしいんですけど、ちょっとなんか久々にすごい感動しちゃって、号泣しちゃって、これ読んだ時いや、私が不勉強でね、非常に有名なですね、詩人の方らしいんですけど、私が不勉強にしてね、よく作品を知らなかったので、ちょっとね、初めて読んだんですけど、買いました、詩集。これから読もうと思います。彼は朝鮮民族で、朝鮮族といういわゆる中国のね、今現在の中国のご出身の方なんですけど、京都、帝国大学の西洋史学科に、進学したんですよ。しかし同胞が、治安維持法違反で容疑され、1943年、7月14日にドンジュも、同容疑で逮捕され、2年後に福岡刑務所で獄中死したということでですね、大日本帝国に留学してきて、ハングルでこの詩書いてんですよ。すごいですよね。どれだけの覚悟を背負ってたんだろうって思いますけど、でもこれ私そういう背景知らずに最初読んだんですけど、それでもやっぱり分かりましたもんね。やっぱりそういう詩なんだと思って。まあ時代がこちら、1941年の詩だし、なんかね、ちなみになんでこの詩を知ることになったかっていうと、さっきのね、ユーミリさんっていう人が、韓国には文学がないみたいなことを言ってる右翼の人にめっちゃ煽られてて、その右翼の人に非難が殺到してて、お前ユンドンジュっていう存在も知らないんだって、へーみたいなね。いやー、歴史を知らないっていうのは本当に恥ずかしいですねみたいなこと言われて煽られまくってて、なんかその人アカウント消してたんですけど、まあ恥ずかしいですよ、右翼の人たちはね。歴史を知らないんだから愛国者でも何でもないよね。はいって思いました。はい。陰謀論などで結局は理屈倒れです。現実に存在しないため、具体的な事例を列挙できない頭の中にしか存在しない英雄譚によっています。その通りですね。はい。だから、なんだろうね。本当にね、なんか歴史を知らない、事実を知らないのに理屈倒れして、頭の中にそうしか存在しないことを言いまくってるの恥ずかしいと思いますよ。はっきり言って。いや、妄想だと分かってて言ってんだったら分かるけども。はい。言論弾圧の主体が国家権力で左翼が芝木隊じゃないということが分かっていないのだというですね。紹介してくださったハングルの原文まだ読めてないので早いとこ読みます。アング政治の被害者でしょう。はい。そう。だからね、我々も、まあ、ある意味そうだし、我々はまあ自業自得という面があるとは思うんですけども、やっぱりね、政治に弾圧された人たちがね、考えることはみんな一緒なのかなと。でも表現力がすごいですよね。ここまでなんか整列に表現できるのかっていうのを思いますけどね。
そう、ハングルを書くだけで摘発の対象だったんです。すいません。ちゃんと説明してなかったけど、その通りです。ありがとうございます。その状況でハングルでこれを書いてるんですよ。すごくないってまあ政治的に、あんまりだから政治的な発言をする方ではなかったんですよね。で、だからこそ、まあ日本への留学が許されたわけですけど、まあそこで治安維持法でやっぱり逮捕されてしまうという。はい。でもそう、知らないこと自体はね、無知は、なんだろう、悲しいことではあるけど、それ自体が悪いことじゃないんで、勉強してくれりゃいいんですよ。勉強してくれりゃいいし、もし知らなかったとしても、なんていうかな、人に対して危害を加えたりとか、そういうその陰謀説みたいなのに飛びついたりして、自分の認知的不協和を他者への攻撃に変えたりしなければ別にいいんですよ。それはそれで。私だって知らないことなんて星の数ほどあるし、ね、みんなね、人間は誰も知らないことの方がね、世の中で多いんですから、全知全能の存在なんていないですからね。そこはすいません、誤解招いたかもしれないですけど、よくの人たちはでも愛国者って言ってんのに歴史知らないのはさすがに恥ずかしいよ。それは言っておくわ。自分は愛国だとか、その日本が大好きだって言うんだったら日本の歴史を知っておくべきだと思いますよ。それを知らないならね、だって言う必要ないじゃないですか。愛国だとか。はい。何が日本人がヒングルを守っただろうなっていうですね。はい。だから、まあ、知らないからそういうことを言っちゃうわけですけど、だから、知らないこと自体が悪いのではなく、その愛国を言うこと自体が悪いんですよ。知らないで。はい。そうですね。まあ、知ってる知らない以前の問題ですよね。はい。補足ありがとうございます。ちゅうことでですね、アメリカの話なんですが、ウォール・ストリート・ジャーナルが米国で民主的社会主義者が勢力を伸ばしていると報じています。DSA、デモクラティック・ソシャリスト・オブ・アメリカというですね、もはや全米のヒーローになっている、団体があるんですけど、わずか1週間余りで民主党の現職下院議員2人を予備選で破り、さらに空席となる選挙区でも勝利し、WSJ はこれを急進左派の台頭として紹介しているんですが、ウォール・ストリート・ジャーナルってそれこそね、資本主義リベラルの、資本主義ネオリベなんかそっち勢力のですね、代弁者みたいな新聞なので、うちで言うとこの読売新聞みたいなポジなんですけれども、別にデマゴーグではないですけどね。ただ、急進左派勢力ではありません。記事に並ぶ公約を見ると、全国民間医療保険労働組合の強化、富裕層への課税、住宅保障、大学教育の無償化、無償保育、公共交通、グリーン公共投資、ニューディールを医療、住宅、保育、大学教育、気候政策へ広げたものであり、ヨーロッパでは社会民主主義であると。はい。バーニー・サンダースっていう人が言ってるんですけど、ニューディールは、ソーシャルデモクラティックプログラムというですね、はい。グリーンニューディールをやりましょうよ、うちでもということを言っているに過ぎない、割と穏健な団体なので、家賃、医療費、保育料、公共交通、最低賃金、労働組合、企業献金、ガザ政策をめぐる、具体的な政策が有権者に刺さっているという話ですね。逆に言うと、日本の一部のリベラル政党もそうだと思うけど、アメリカ民主党がいかにそういうことをちゃんと言ってこなかったかっていう話ではあるわけですよね。だからこの前ポピュリストと戦う話でも言いましたけど、論点選手で最初にそういうことを言ってしまえばですね、そこをその右派の人たちも論点にせざるを得ないわけだから、コミュニティオーガナイザーのDSA 出身の人たちが、いっぱい活躍してるわけですけど、だからそういうやり方すればいいわけですよね。私はこういう労働組合とかを組織できるタイプの人間じゃないし、もちろんね、そういう中で戦えるような人間のタイプの人間じゃないし、だからね、こういう性格だから一人で YouTube はやってるわけですけれども、別にね、だからお互いにそういうことを否定したいのではないですし、最終的に運動が勝利するためにはこういう人たちの活躍が必要だと思うので、今後もね、応援していきたいとは思います。はい。マムダニーやバルデスやアビラ、シュバリエらは大企業の全面的な公有化を訴えて勝ったわけではない。だからそういう露骨に社会主義的なことを言ったわけじゃなくて、医療を抑えるとか、医療を保障するとか、家賃を抑える、保育料をなくす、公共交通を充実させ、労働組合を作りやすくする、企業やイスラエルロビー、APAC の献金に従属しないというようなね、当然のことを言っただけで勝ったわけですよね。だけって言ったらあれなんだけど、当然のこと
ことを先に、移民がどうとか言われる前に、先にこっちから言って、まあ、勝ったっていうわけですから、そういうことをできる人がね、もっと必要だと思いますね。はい。真の愛国者は本質的に他者を尊重し、利他的な人を言う。そう思いたいところですね。そう。よくは歴史を知らないというか、でもイデオロギーで歴史否定を選択してしまってるのか、もうそれはどうしようもないですね。はい。それはもはや右翼ではない気がするけど。まあ、復古主義右翼は一応そのカテゴリーに入っちゃうのかな。でも歴史否定主義はな、もはや右翼思想ではない気がするけどな。まあ、ファシストですよね。自分と異なる土地に生まれた人を人格を持つ尊厳を持つ存在を見なさないことの方が悪いです。はい、その通りですね。アメリカ保守は左派が大砲して悔しいのか、ならば今すぐ左派に対抗できるまともな政策を用意すべきでしょうと。まあ共和党にそれは不可能だと思います。だから民主党が変わるしかないんですけどね。変われるのかな。なんで民族主義者たる右翼が同化政策を推進した日程の朝鮮支配を正当化できるのか。いや、そこもおかしいんだよな。はい。悲しいさんおやすみなさいませ。ありがとうございます。ケルケルさん、ここからです。遅れました。使用させてもらいますということでありがとうございます。はい。アメリカンファシストのマムダニへの攻撃必死すぎなのだというね。いや、ファシストも攻撃してるけど、アメリカ民主党の人たちを攻撃してますからね。お前、いや、そもそもあなたたちがちゃんとしてないからこういうことになったんでしょって。だから、急進左派じゃないから。急進左翼がこんな政策言われって、暴力革命とか目指してるんじゃないんだから。はい。ということを強調しておきたいと思います。まあ私もサンダースの政策が全て素晴らしいとは思いませんけど、まあいろいろねあったのでこの3年間、まあイスラエルをめぐりいろいろありましたので、まあとは思わないけども、でもやっぱりマムダニとかサンダースみたいな人はね、アメリカに必要だし、ね、彼らがやっぱり大統領にとかね、もっと高い地位にいれば、こうはなってなかったと思うんですよね。だからね、アメリカ自身がやっぱアメリカの民主主義を、そういった歴史否定主義とかを選ぶことで壊してしまってると思うんですけど、まあその辺は日本と変わらないですよね。はい。ポピュリズムは恐ろしいなと思います。で、いつもの市田和樹先生ですが、移民が富裕国の生産性と GDP を大きく押し上げるとする ECB の提出研究が、ロイターで報じられました。来週の欧州中央銀行シントラ会合に提出される研究によれば、過去35年で移民流入率が最も高かった富裕国が大きな経済的便益を得ており、より多くの労働者を受け入れる余裕があると。人口の 1% に相当する移民増加は5年間で労働者1人当たり GDP 生産性を 1.2%、10年で 1.9% 押し上げる。OECD 域外からの移民は、1990年の約2500万人から24年に1億人に増えた。スペイン、イタリア、イギリスでは1990年から24年の、労働者1人当たり成長の最大3分の1が移民によるものと結論し、極右反移民政策が備える負の影響とは逆の像を示していると。はい。まあ分かってたことではあるんですけどね。こういう論調に拒否反応ある人って左派にも結構いらっしゃると思うんですよ。私も、だから、入管の政策があまりにもひどいから、ね、まあ、奴隷のようにやっぱりこき使うわけじゃないですか。その、経済移民してきた人たちを。だからね、それは絶対やめさせなきゃいけないから、それをなんとかできないがために、まあ、その移民制限をね、受け入れるみたいなことを言ってる人が、まあ、リベラル派とか左派にも結構日本はいるんですけど、気持ちはわかるけど、やっぱりそれはあまりに後ろ向きすぎるし、支持されないですよね。だからまあこれはね、経済がどうとかっていうのは確かにネオリベ的だとか右派的だとかっていう風に言われがちなね主張ではあると思うんですけど、まあ保守的な方の人たちに訴えようとか保守にウイングを広げようみたいな人たちはこういうことを言えばいいんじゃないですかね。でそれで一方で左派寄りの人たちはいやそれだけじゃ不十分だと。外国籍の人たちに対する差別をなくして人権保障をね、もっともっと充実させないと意味がないっていうような論調をぶつわけですよ。だから、私たちはその移民の人たちの人権を守ることに、注力する。で、彼らは移民の人たちによってそのね、経済成長することに注力するということで、まあ、排外主義をですね、両方から挟み撃ちにするという格好にできるんじゃないかと思うんだけど、でもやっぱりな、それをできてたらやっぱり日本はこうなってないんだよっていう。
ちょっと悲しい現状があるわけですね。まあね、自民党みたいな政党までもがね、自称包括政党って言ってる政党までもが、レイシズム丸出しの政策をやってたり、さらにね、なんか左の人たちも、左の人たちは人たちで、そういうね、経済移民みたいなのには良くないみたいなことを言ったりするっていう、なんかうまくいかない現状があるなと思いますね。資本家を説得するためのツールだと割り切って理解すべきでしょう。いや、その通りですね。だから、資本家の人たちで、こうやってね、受け入れられないみたいなこと言ってる人たちは、いや、何言ってんすかって、こういうふうに、実際にデータが出てんすよっていう判断材料にはなると思いますよね。うん。だから極右の人たちは、とにかくね、移民の人たちが来るとね、悪いことばっかり起きてね、犯罪が増えて、なんか経済が良くだろうがね、我々が死ぬのだみたいなことを言ってくるけど、それも事実じゃないですからね。治安が一方的に、単線的に悪化するみたいなね、エビデンスがあるんだったら、それはね、いろんな人が慎重になったりすると思うんだけど、そんな事実はないですから、あれもまあ、デマゴーグとか陰謀説に近いので、はい。悪くなるっていう、良くなるっていうデータもないけど、悪くなるという、まあ、実証的なデータもないわけですよね。はい。なのでですね、やっぱりそこら辺で極右の人たちが勝手に、設定する、論点に引っかからないことが大事なのかなとは思いますね。排外主義者も排外主義者で似たような手口、相手によって説得のロジックをこまめに使い分けるやり方をすでにとっている。まあそうですね、その辺は彼らの方がなんか先んじてるというか、上手というかなところはあるかもしれないですね。はい。だから嘘ついちゃいけない。こっちはね、絶対嘘ついちゃいけないし、誠実にやらなきゃいけないんで、不利なんですけど、立場的に。まあでもやっぱりマムダリーさんみたいにね、論点選手して、先んじって攻めていくみたいな姿勢がないと、やっぱり勝てないよなとは思いますね。はい。他にですね、海外に人権を訴えているといえば、袴田秀子さんがパリの国際会議で死刑廃止を訴え、マクロン氏と会話したそうです。非常にこれ、まあ、朝日の記事なんで、ちょっとそこまで載ってないんですけど、ですね、西村カリーさんというですね、フランス人ジャーナリストの方が、在日ジャーナリストの人がいるんですけど、普段ね、マクロンのこととかボロカスに言ってるんですよ。でも、その方がね、珍しくね、すごいマクロンのこと褒めてて、まあ、袴田秀子さんとね、お会いしてくれたんですよね。で、死刑反対であるとね、フランスは一切、死刑をね、許容しないし、死刑は社会をより安全にしたことは一度もなく、なぜなら抑止力にならないからであると。いうことをですね、西村あかりさん名前載ってるけど、最後に、死刑廃止の、マクロン氏は秀子さんに対して日本の市長に会うために死刑廃止の必要性を私を訴えていると語ってくれたということでですね、これはまあもちろん、秀子さんが素晴らしいんですよ。多分マクロンも、袴田秀子さんじゃなかったらここまで言わなかったと思うので、でもまあね、やっぱりフランスの元首としてね、非常にまともな対応をしたので、はい。まあそこはね、褒められてで叱るべきだったと思いますよね。だから西村さんがね、素直にマクロンのこと褒めるなんて非常に珍しいからね、私ちょっとびっくりしたんですけど。はい。ということでですね、マクロン大統領の心をも動かす袴田さんなんですけど、でも、やっぱり93歳の方にここまでさせてしまってるのは、まあちょっとなんか申し訳なさすぎますよね。っていうか被害者ですからね。はい。人権活動家になりたくてなった方ではないので、はい。そこはね、忘れてはいけないと思います。そうですね。まあ攻撃的であること自体がアドバンテージになるっていうのはね、まさにトランプとかがやってることですからね。はい、移民の方よりもね、極右の人たちの方が治安を悪化させているのは間違いありません。はい、治安を悪化させている勢力といえばということで、万博工事未払い問題について未払い被害者の、皆さんと全国商工会団体連合会大門美吉さん、尾崎彩子都議とともに未払いを起こしている GS イベントや ES グローバルジャパンや、建設業の許可を出した東京都に解決に向けよう動くよう要請を行ってきましたということで、まあ GS や ES がね、東京都の許可自動車だっていうこともあると思うんですけど、まあ維新に行ってももう拉致が開かねえからっていうことでね、東京都に
に行ったのかなという感じもしますね。はい。辰巳先生をはじめ皆様ありがとうございます。同席して話しましたが、東京都側の言い分として都が必要性を感じたら対応するなどと言っていました。私は万博に限らず法律があるんだから法に基づいて対応しないと都の気分次第でやりたい放題ではないかと言ったら無言になってしまいました。現在建設業界は金あるところのやりたい放題になっていますということで、はい。そもそも万博工事にね、協力したら未払いになって、こんなね、共産党さんをね、と一緒に活動することになったって、だからこの人ももともと保守の人だったと思うので、ありえない話ですよね。この国何なんだっていうふうに、言いたくなりますけど、まあ、こういう国なんで、はい、反社会的な勢力にはね、今後も批判していきたいと思います。はい。そしてちょっといいニュース。虎に翼が漫画になるそうです。おめでとうございます。パチパチ。ということで NHK とのニュース報道部とのですね、乖離がますます凄まじいことになっているんですが、本日発売の漫画雑誌仲良しにて告知されましたが、次号に漫画版虎に翼が連載スタートしますということでですね、かわいいな。またしかも仲良しで連載するそうです。仲良しすげえな。なんか仲良しで育った人たちがね、フェミニストになって活躍してくれるといいなと思います。はい。ですね、払おう賃金ってですね、不都合なことを言われた官僚がよく黙るのは事実ですね。まあ言えないからですからね。はい。ということでですね。まあだなんかトラゴさんとかが望んだ社会が未だに訪れてないのは本当情けないなと思いつつもはい頑張っていきましょう。はい。いや、仲良し連載すごいっすよね、マジでマジですごいわ。まあ、連載できる仲良しもすごいし、NHK もまあ素晴らしいなとは思うんですけど、はい。まあなんか本当にね、NHK 関連コンテンツと NHK 本体とのね差が凄まじいことにどんどんなっているんですけど、いいんですかね、このままで。はい。ということでですね、まあこういう漫画家さんを応援していきたいと思います。で、ですね、コール4で新しい、ちょっと募集が始まったので、こちらもお知らせも兼ねて、読んでいきたいんですが、私として生きる権利を求めて、愛子さん難民不認定取り消し訴訟ということで、まあ、この方知ってらっしゃる人は知ってらっしゃると思うんですけど、フィリピン出身のトランスジェンダー女性の愛子さんが越境するトランスの生存権の戦いを追求しています。1999年にフィリピンでの LGBTQ+ プラスの存在への迫害のため、日本に逃れました。フィリピンで迫害を受ける恐れのある重大なリスクにさらされているため、日本での過護を求めており、入国管理局を相手取り、難民不認定の取り消しを求めてっていうことは難民不認定になったんですけど、信じがたいことに、東京地方裁判所で訴訟を起こしています。コール4のね、皆さんが応援するということですので、まあ余裕ある方はですね、寄付金ご支援など、ご協力よろしくお願いいたします。っていうか、なんで彼女が、ね、難民認定されねえんだよ。おかしいでしょ。まあ入国管理局のね、難民認定基準がですね、全く意味不明なものであることは、まあこのいう一例を取ってみても明らかだと思うんですけど、だってその祖国でね迫害されている属性であることが明確である人物に対して難民認定しないんですよ。だからどんな理由があろうと難民認定したくないっていう風に考えるしかなくないですかね。はい。ということでですね。じゃあ池田さん、ここからです。トラリ翼の内容だから仲良しなのかね。まあそうだと思いますね。だから以前からそういうねフェミニズム寄りの内容とかの作品とか載せてますからね。政治部から社会部から外されたまともな人たちがこういうドラマ部門とかに取らされている実績がありますということで、やっぱりそういう実態があるんですかね、トラツバに関してはね。まあだからな、そういう人たちが連帯して協力していければいいとは思うんですけどね。左派の皆さんは万博叩きに熱心だったけど、本当にやばいのはその後に控える IR の方なのだ。まあそうなんですよね。こっからが本番なんですよね。万博問題に関しては。だから万博は地ならしに過ぎなくて、だから地ならしをした土地に、カジノを建てるというね、今後の作業が始まるはずなので、そこでどれぐらいの犠牲が出るかもう想像もつかないわけですよね。だから今のうちにやっぱりこの計画を止めておかないと、維新を止めないとですね、何されるかわかんないですよね。入管の廃止と移民難民庁の設置が求められる。この部門の設置だけでも排外主義者も騙せそうな気がする。
難民認定しない表向きの理由は何て発表してるんでしょうかね。どういう風に言ってるんでしたっけだからなんで不認定になるのかわからないですよね。あからさまに、だから、なんだろう、まあ、レズビアンの人でさえ、だからね、でさえっつったらあれだけど、だから故郷をね、国で迫害されるんで認定してくださいって言ったらダメだって言われたんですよね。意味がわからんっていう感じなんですけど。だからやっぱり LGBTQ プラスの人たちに対するその迫害っていうの事実そのものをですね、難民認定じゃねえ、入管は、認めてないんじゃないかっていう気がしますよね。まあそもそもそういう権利なんて知ったこっちゃないみたいな団体だから、まあしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないけど、まあしょうがなくはないんだよな。法務省の直下機関としてそれでいいのかという話ですよね。はい。ということでですね、まあ明らかに、難民認定されるべき人物であるにもかかわらず認定されていないという現状がありますので、はい、ですね、まあこういった不正は正されていかなきゃならないなと思います。はい。ということでですね。で、最後になんですけど、今月は障害者プライド月間でございますということで最後になっちゃいましたが、ディサビリティプライドマンスということで、私もですね、一応障害者の端くれなので、まあ何かしらしたいなというふうに思っております。今、このデザインのね、すずりのグッズも販売いただいてますけど、ですね、ディスアビリティの人に対する差別や偏見をなくすという機会になってまして、はい、今年もですね、何かしらのことができればいいなというふうに思ってますんで、よかったら、皆さんもですね、何かしら情報とか、提供していただけるような方がありましたら、言っていただければと思います。はい。っていうことでですね、そろそろ3時間になりましたので、本日もありがとうございました。お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、ちょっとね、なんか最近ね、トピックの内容がすんげえ多岐にわたってて、ちょっとね、まとまりなかったかもしれないですけど、はい、まあご意見、ご感想等ありましたらですね、ぜひアーカイブの方もコメント等、高評価等していただければ、嬉しいです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね。そう、トランスジェンダーのパトさんっていう方のね、件でもね、ひどい人権侵害を行ってたんですよね。はい。だからね、入管はね、そういうことを繰り返してるんですよ。だから、この1回に限った話でもないし、ずっとね、LGBTQ クイアの人たちに対して、難民認定しないとか、そういう不正行為をね、ずっとやってる団体なので、まあ、入管はね、解体するしかないと思います。はい。愛子さんを支援しましょう。そうですね、夢や理想社会のビジョンをね、やっぱり楽観的にね、リベラルの側が語るっていうのが大事だとね、先週、紹介したポピュリズム対策の話でも言ってたんですけれども、ですね、私たちがやっぱりこういうね、難民認定とかが当然に行われる社会を作らなきゃダメだっていうことをね、これの、あんまりだからコストかけずにできることだし、当然にやっていかなきゃならないことですからね、積極的に推進していかなきゃいけない話だと思いますね。自分が収集できない範囲の情報を知れてよかったですということで、はい、今回紹介したサイト等については、後でですね、まとめてリンク集作って、貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。戦争、紛争、虐殺、差別、強権政治反対ということでありがとうございます。ということで、明日なんですが、土曜日の9時からですね、ドーナツの穴というですね、フリーゲームをちょっとやってみようと思っております。なんかこれね、Steam で、有料版になってね、再発売されるらしいんですけど、よくわからんので、とりあえずですね、一回やってみようと思ってます。まあなんか、有名ななんか実況者の人とかがプレイしていて、なんか人間心理がうんたらこうたらとか、まあ、あんまりよろしくない内容だったら普通に批判しながらやろうと思っております。ということで、スカーレタ・クローワルツの2人でやりますので、明日もよろしくチェックの方よろしくお願いいたします。はい、フリートークですし、ゆるくのんびりずるめていくのはいいですね。そうですね。まあ、時事雑談よりはね、時事雑談はね、常に結構タイムキープしながらね、3時間で収まるからこれと思いながらやって話してるところがあるんですけど、フリートークは割とゆるめに話してるのでその辺がちょっと違いから、同じだろうって言われたら同じかもしれないんですけど、結構違うんですよ。はい。はい。ですね。
明日も楽しみよろしくお願いしますということで、いや、こちらこそありがとうございます。いつも来ていただいてありがとうございます。はい、まあね、ゲームとかはね、一応、まあ、今後もやる内容をちょっと漠然と考えてはいるんですけど、まあ、そういったリクエスト等もですね、引き続きいつも募集しておりますので、よかったら、ですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様でございました。皆様も、体調お気をつけになってお休みになってください。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。